現場はボーン。町の再開発のために植林地を抜根し台地を鳴らし基礎工事を経て広大な土地を整備した我らがビーバー。小型ポンプを使った噴水も無事完成。さあ今回も町開発気張ってくぞー。そしてただいま汚水期明け初日、こんな感じになっております。記念碑も追加されて少し豪華になってきたぜ。まずは左水道橋の終端部分の建設予定がまだだったので適当に丸めましょ。農場につなげるには微妙な高さ。で今回は引き続き再開発ってことで、噴水周りを発展させるぞー。おー。食事しやすい環境にするために、1階を倉庫に2階を家にする構想。せっかくの橋の抜け感が台無しな見た目な上、だせー。見た目がダサすぎだったので初期計画を変更してジップラインを先に作ろうとするも、階段が邪魔でダメだった。のでパン屋を破壊して道を敷き直して無理やり設計。打ち上げされたパン屋さんよすまぬ。収容数は少ないけど家はこんな感じでいいかな？無駄に螺旋階段使ってるせいで移動距離が伸びたが、見た目はなんかそれっぽくなったぜ。では反対側もシンメトリーで。だが右が診療所で左が試作スポットと間違えている、いつも通りのくるみサイズのビーバー脳であった。あ中央の隙間が寂しかったのでキャンプファイヤーをご用意。寝る前に仲間と語り合う癒しのスポットにビーバーもにっこり。こんな感じになりそうろー。これが完成したらそこそこ賑やかな感じになりそうだ。幸福度も爆上がりだね。あ、そうだ川辺の保養地作るの忘れてた。それ目的で水道橋作ったのに忘れかける。これがうちのレイムさんだ。さてお次は噴水前の製粉所をどこかに移設しようかねー。町の一等地に置く必要のない施設。てか小麦粉もガマ粉も在庫いっぱいじゃねえか。面倒で放置してたけどこれも在庫のパーセンテージで自動化しますか。建て替えついでに自動化導入だぜ。自動化で思い出した。前回花火のタイマー設定ミスってたことを。そしてタイマー実験用の装置の建設予定を出す。しかしこの後忘れるのでこいつらの出番はない。で製粉所移設の作業に戻り、立体農園の隣がいいかなと思うも狭くて断念。噴水の下は地味に狭かった。農場から近くてそれなりに広い場所、団地、壊すか。前回建てたばかりの新築なのに早々の解体宣告。さあ汚水臭くて風車の音がうるさい団地済みビーバーよ。快適な家を建設するのだー。自らの腕で。ビーバー、ずらー。完成し次第団地は撤去だ。お前ら好きあらば増えるからな。空き家があると本能的にちょめるビーバーの差が。今日はなんか気分乗ったので細部も作り込むぞ。ってことで完成してる階段を一旦撤去。して個室を階段下に作りました。住んでる奴は上に誰かが通るたびに騒音に悩まされそう。で団地全員を引っ越しさせるには家が足りなかったので追加で数棟建設が決まりました。ほんとお前無計画だな。居心地の良さそうな新築住居の建設、ビーバーたちの目がいつもより輝いて見えるね。ビーバー、ずらー。そして濁った瞳で座り込むビーバー。今回も仲間に裏切られ立ち往生となった哀れなビーバー。そしてビーバーたちの頑張りにより、わずか1日で団地からの引っ越しに成功しました。空き家が93部屋、むしろ作りすぎだぜ。これ以上ビーバーが増えると最高速でのプレイがきつくなるので初期に作った家を少々撤去を。新たに完成した家も一部使用を停止。てかこれもカウンターで自動化できるぜ。嫌だよめんどい。だよな。こんな感じになりそうろー。わずか2日でこのありさま、50サイクルの実績解除まであと14サイクル、一体この街どうなっちまうんだ。神の味噌汁。団地の撤去も終わり製粉所の設計を開始。倉庫は原料のみを保管し、製粉した粉はパン屋の近くに保管予定。見た目は2階部分をちょっとせり出す感じにしてみました。どうしても螺旋階段を使いたかった匠のこだわり。それでは建設開始。シャフトは地中に埋没させるから葉っぱで基礎工事を頼むぞ。爆薬工場のシャフトも剥き出しだし、そのうち綺麗に整えたいな。立体農場の作業を見ながらのんびり建設待ち。農場直通のジップラインがないから効率悪そう。それも今後の課題だね。さあ池は画同胞諸君、貴様らの献身こそがこれからの世界の礎となるのだ。ビーバー、ずらー、投射費 1.5 倍。川辺の保養地、水たりとらんやないかーい。バルブで作って水位調整できねえと壊したのにまたバルブに戻るという完全に不毛なムーブ。いのー、ちの水。やや乾燥して見えていた部分がしっかり緑化できました。作業者を巻き込まぬように早朝に発破。労災案件ダメ絶対。ご安全に。
今回は深さ2マスでシャフトを埋め込みました。真ん中部分は土砂で埋め立て道を敷く工法が採用されました。そして建設予定出したというのにお前たちというやつは、道を挟んでガン見するビーバーたち、これはもう恋が始まるやつ。仕事せ特に意味はないんだけど前回河口の水門の基礎、貯水が排水されちゃうので仕方なく堤防にしてたんだけど、ちょっと工夫すれば隣の水門と同じ貯水バルブに作れるなと気づいたので修正工事を依頼。工事現場周りを堤防で塞ぎ水漏れを回避しただけのお話。さあ暇ビーバーたちのために大規模事業を行うぞ。今回はこの辺りを一気に緑地化するぞこれが成功すればかなりの広範囲が緑地化するぜ。てか景観的に少し高すぎる気がするから一段削ろっかな。まずはこんな感じでおなしゃーす。マップ端っこの地味に遠い作業現場で爆破工事開始だ。水だばー。おいバカ見てないでさっさと対処しろ。キャンプファイヤーの火が。そしてパニックに陥った私、うっかり貯水バルブを破壊してしまう。貯水バルブ全開放すればいいだけなのにぶっ壊しちまう。それがうちのレイムさんだ。慌ててたんだよ。翌朝正気に戻りまた再建設。何度も壊される運命を背負った不憫なバルブ。こんな感じになりそうろー。貯水バルブの工事関係ねえ。がっつり他が追加されてるじゃねえか。いや水浴びするならサウナも欲しいじゃん。まあそうかもな。そんなこんなしている間に製粉所の移設が完了しましただが製粉された粉はすでに在庫いっぱいで自動停止、稼働再開は当分しなさそうだ。意図かなし。そしてちょっと油断したらこれですよ。垣根くらい本気出せば乗り越えられるでしょ。圧倒的な怪力で丸太を運ぶビーバーだが、微妙な段差を越えられないというギャップがまた魅力だぜ。愛らしいビーバーたちの幸福度をさらに向上させるため全体の幸福度をチェック中。食料はほぼ満点、社交と楽しさが少し低いぜ。多分遊ぶ時間が足りないだけだろうけど噴水下にがっつり施設を追加しましょ。見るだけで使う暇なし。ヒーハー、爆薬設置作業は最高だぜ。マップ最果てまで作業しに来てるから通勤だけで当分は余暇の時間が減りそうだ。暇ビーバーを出さないため、優先度を下げた上で埋め立て工事を追加。なお水没してる地下鉱山のための埋め立てだが、使う予定はない。うっかりビーバーの通勤時間帯に爆破してしまい、がっつりラグった上に爆破音もなしのしょぼい爆破圧。やっちまった気を取り直して緑地化のための水道橋の設計を開始。過去に培った経験のおかげで低コスト水道橋の設計は朝飯前だぜ。測量した感じ汚水の排水路にも支柱が必要か。避けて作れないこともないけどちょっと面倒だな。てかここに水道橋置いたら景観ぶち壊しじゃない？気づくの、おってー。結構作り込んだけどこりゃ方針を変えざるを得ないね。だな。てなわけで爆薬で掘り下げて、段差のある部分は小型ポンプで揚水する設計に変更だ全体の高さも気に入らなかったので、ついででもう一段掘り下げることにした。揚水された水は貯水バルブで調整して、ここに池掘って貯水する予定。余った水は溢れます。おい。こんな感じでおなしゃーす。水道橋工事と比べたらかなり工数少ないからあっという間に完成しそうな予感。まだお水期明けなのかしか経ってないのに。恐ろしいほどに速いビーバーの作業速度、もはや人類に指導してほしいレベルに達してるぜ。お願いしてた河口の水門の再建設が完了。隙間を設けてマップ外への排水監視体制もバッチリ。水を循環させてるからほとんどマップ外には水は捨ててないと思うよ。とか言いつつ汚水の排水でしょっちゅう捨ててるけどな。それは言わないで。水路建設開始翌日、ここにジップライン用意しとけばよかったなぁと思ったのず。でもすでにほぼ爆薬設置終わってるのくさ。下打ちすな。この部分水位が低いと乾いて枯れそうになってたけど、河口の水位が上がって綺麗に緑地になりました。多くと多肉植物がそれぞれ丁寧に育て分けられております。なお現在の緑地化状況はこんな感じにござそうろう。おおよそ7割くらいは緑地化終わってそうだな。多肉植物植えてるところ以外は全部緑地化するぞー。そしてまたちょっと目を離した隙にこれですよ。あぜじゃあ、厄介な場所に閉じ込められやがって。今回の救助作業はいつもより厳しいものとなりそうだ。救助が完了するまで休むことを禁ずる。一匹は皆のために、皆は一匹のために。そして救助階段が完成し、上から土をぶっかけて救助開始。だが左へ受け流すあぜじゃあ。爆散する覚悟を決めた強い瞳をしております。そんなことしたら YouTube にバンされちゃうよ。
設置した爆弾を手動で解除だ。新たに救助用の階段を建設するまでビーバーたちの眠れぬ夜は続く。そして翌日、3匹立ち往生。増えとるやないかーい。でアジェジャーの救助がなんとか終わり、その奥に取り残されたこの救助を開始。したものの救助階段完成前に盛り土されてしまう痛恨の失敗。救助作業よりも己の仕事を優先する。これが人間には真似できないビーバーの仕事術。さすがに2日徹夜はきついので救助は明日にしましょ。ハマったビーバーは一晩そこで反省せい。などと救助作業に勤しんでいると換気傾向多く、久々の換気だ。汚水が出ないと確定したので、前から気になってた排水路の地形ブロックへの改修工事を開始。堤防には汚水防壁が置けず、汚水のシミを気にしてしまう几帳面なレイムさん。まあ汚水のシミだけなら何の影響もないんだけどね。謎のこだわり。もうすぐ救助用の階段が完成するぞ。あと少しの辛抱だ。しかし仲間の裏切りにより目の前に壁を作られたの巻。こら先生怒っています。お友達をいじめる子は24時間労働の罰を与えます。24時間労働再び。汲み上げた水が最終的には溢れる問題どうしようと考えた結果、以前封印した汚水の湧き水の水路に流すことになりました。この水は貯水湖から来てるので逆もしかり、溢れる場合は貯水湖に戻せるのだ。小型ポンプへの動力供給のためにシャフトの工事を開始。下を通りやすいように足場を多用、潤沢な資材に感謝。前回沈んだ農地の跡地をきれいに整形。この上あたりは地下水路もあるから今後の扱いに少し悩むぜ。水はビーバーの美容液、潤え、もっと潤えお肌潤うビーバー、ずらー。換気が来るぞー。換気が到来。そして緑地下用水路の建設もほぼほぼ完成したぞー。今回の換気は6日間か。では換気明けに稼働できるように仕上げの作業に入るぞー。水源となる小型ポンプのシャフトの工事。はいそこ、水路と一直線にしたいから削り取って。ほんとお前どうでもいいところにこだわるよな。そして今更ながら気づいてしまう。ここのシャフトメインのシャフトと繋がってないと。安定のやらかしいい機会なので噴水のポンプと繋がってる水路のシャフトと繋ぎ、整理することにしました。安心の動力一元管理。こんな感じでおなしゃーす。シャフトの工事は簡単だから、この程度ならあっという間に終わりそうだな。お楽しみの葉っぱタイムだー。葉っぱジャンキー、数が多いから打ち漏らしに気をつけろよ。あいよ。これが葉っぱ師の芸術的爆発だー。ラグってる上に爆破音まで消えてるじゃねえか。マップ外から撮影するとありがちな現象とは分かっているけどこの角度からの爆発が見たかったの。まあ一応水路はできたからいいか、あとここミスってんぞ。ああ他にも水道管となる部分の裏側の埋め忘れも発覚。直しまっしゅ。あとここのポンプを動かすのに地熱エンジン1機では足りないので、気持ち風車とバッテリーを追加しました。やることないので噴水の水道橋をちょこっと延長。24時間働き詰めだったビーバーをねぎらうため、換気の間は14時間の時短労働となった。やっと休めるぞ。水だばー。ポンプ稼働前になんで溢れてんだよ。理由は簡単、貯水湖の貯水バルブ開きっぱだったから。さっさと閉めろ。で水路と池をつないで貯水バルブを埋め込む工事がまだなので着手。水溢れてたところも埋めとけよ。あいよ。返事だけはいいな。前回の治水工事で水位が上がり多肉植物が枯れたようなのでベリー用の倉庫を建設。不人気食品ベリーがビーバーたちの前に帰ってきた。お前、暇そうやなー。まあ24時間労働やらせたんだし、少しくらい休ませてやれよ。よし、意味のない装飾を作らせよう。全力で意味のない装飾を作らされるビーバー。まあ意味のある工事は3匹分しかありませんので、などと言いつつ今から大規模工事すると、動画の尺が長くなることを恐れている霊夢であった。ばらさないでよ。では換気終わりまであと 0.3 日、小型自動ポンプ稼働開始。では水路の機能のお披露目だぜ。いのーちの水あ、花火のタイマー設定変更忘れてたな。せっかく綺麗に緑地化される様子と同時に私の歌声を響かせたかったのに、しょうもない歌が見事なタイミングで邪魔されててくさ。私の魂の歌を愚弄するとは、しばくぞ。すまんすまん。段差のある部分の小型自動ポンプの稼働も確認。パワーこそ小さいもののしっかり機能しているようだな。小型自動ポンプの水が上がってくるのが待ちきれず、貯水湖の水門をオープン。おい。
こんな感じになりそうろー。今回の水路のおかげで8割くらいは緑地化が完了したかな？水路掘る前がこれだったから広範囲緑地化できたね。比べてみると結構違うもんだな。では換気が終わり新たな水路により一気に緑地化を進めたところで水路を見つつ今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いいたします。ハイプも欲しい欲張りです。あっという間に噴水周りの開発を進め大規模事業で広大な緑地化にも成功したレイム。目標としてる50サイクル生存の実績まであと13サイクル。この開発速度だとやれることがなくなりそうなのにどうする気だ？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。ジェンバーボーン。製粉所の移設を行い開けた土地を手に入れて噴水周りの再開発を行った我らがビーバー。がっつり水路を掘って緑地範囲も大幅に拡大。さあ今回もさらなる発展を求めて開発出動。で換気明け2日目、状況はこんな感じ。今日も元気にビーバーたちが飛び交っております。まずは生成場4棟建設。これはボットに使う燃料。お前ついにボット作る気になったのか。いやただの実績解除用です。おい。さあビーバーよ、4つのレシピを解放して実績解除するのだ。使わないの確定してるのにわがままに付き合わされる哀れなビーバー。でやるか迷ったけど今回は長距離下水道工事をやるぞー。絵面が地味な上に超面倒なやつ。下水に水車もこんな感じに仕込む予定。最低でも高さ4マス横幅5マスの広い水路が必要だ。一番低い場所にトンネルでマーキングして測量を開始。からのひたすらトンネル掘りだー。下水道の一番上を掘り抜いて足場を撤去し、その後トリプルダイナマイトで掘削予定。終端部は貯水口らの溢れ防止水門の下に下水の排水口を設けます。これはかなりやべえ工数の工事になりそうだ。この時点で私は2サイクルと見積もってるよ。意外とそんなもん。で低い場所が下水と繋がっちゃうので少々手直し。前回作ったばかりの水道橋の自動ポンプ早速停止。おっと前に掘りすぎたとこまだ埋めてなかった。すぐに忘れるビーバーの下水工事は複数の場所から掘り進めるぞ。入り口を掘って作るのだー。トンネル掘りに使う板と爆薬の取り寄せ場所の確保も OK。トリプルダイナマイトに使う生成物も取り寄せるよ。準備万端。作業を効率よく行うため、下水溝への出入り口は5カ所作ることにしました。なお貯水湖の中に資材置き場は作れないので、資材の集積所がここにあるぜ。てか湖の中に作ったら水没しちゃうよ。さあ皆のものを、作業に取り掛かれー。巨大プロジェクトキックオフだぜ。資材は近くまで運搬員が運んでいる。建設作業員よ急ぎ作業を進めるのだ。そこの見えない穴に吸い込まれるビーバー。ずらー。下流の方はもう工事始まってるけど湖側は高低差がわかりにくくまだ入り口すら作れず。面倒くさがって高さを適当に判断して階段を設置して作業を難航させている感覚肌の親方。こんなん適当で大丈夫だ。作業2日目だけど下流はかなり掘れてるね。思いのほか順調だな。無事生成所のレシピの実績が解除されましたー。ボットいないのにボットの燃料ゲットだぜ。はいもう用なしなんで撤去しまーす。ひで作った燃料も保管場所ないから瓦礫ごと完全撤去じゃ。自動ポンプ水道橋の池に繋がる通路も掘れてきた。ここはエアロックを使って下水に水が流れないように工夫。こういう場面でも役に立つのか。エアロック地味だけどマジで便利だ。ある程度トンネル掘りできた場所は足場を撤去して板を回収せよ。再利用だ。水だばー。さっさと元線の小型自動ポンプ止めろ。てか、足場崩したせいで側面崩れちまってるじゃねえか。ビーバー外から見えてんぞ。あ？ごめん埋め直しておくれ。足場の撤去のご利用は計画的に。やらかしはあったけど意外と順調に進んでるねー。ビーバーたちの献身に感謝。やあ皆の衆、勤労ご苦労。親方自ら現場を視察。みんな忙しそう。ひたすら穴掘りの日々。ビーバーたちの頑張りにより下流トンネルが開通。下水道へと通じる穴さえ掘れちまえば、あとは意外と簡単だったな。で上流のトンネルはまだ掘れてないけど、先行して掘削工事を開始。並行作業こそ時短の日々、まとめてやれば一瞬だぜ。そして未だ終わらぬ上流の入り口掘削。まだやってたんか。掘ったトンネルの足場を崩してそこに階段を。おいバカ待て。上が土砂だから階段を設置できない。そして足場もないから上にトンネルを掘ることもできないぞ。これどうしたらええん？罪です。そんな。
仕方ない迂回路のトンネルを掘るか。こうして遅延気味の上流の作業がさらに遅延した。まあ自動ポンプの池のエアロック工事も完了したから、こっちの方を頑張ってもらいましょ。ビーバー、ずらー。上流の入り口も開通したけどエアロックつける幅がねえ。ちゃんとレイヤー階層表示を確認して段差を計算しとけよ。算数がめんどい。小学生かよ。でもエアロックがないと下水に貯水が流れちゃうので追加工事で修正します。人はそれを二度手間という。で修正でエアロック作ってるところで換気の傾向を置く。下水工事中だから汚水器じゃなくて助かったぜ。下流の方の工事は順調に進み、かなりの爆薬の設置が完了。上流はトラブったがこっちは順調だな。長距離発破、いけー。トリプルダイナマイトで一気に掘削、これで水車も設置できる広い下水道になるぜ。てなわけで上流は水車の設置工事を始めるぞ。ビーバーがはまらないように奥から工事を進めるぞ。ビーバーは2マスまでは上の建設もできるので、このように防水パワーシャフトを重ねて建設します。そしてこの防水シャフトが完成したらこの上に道を敷いて、手前側の水車を上から建設予定。これなら足場いらずだね。こんな感じでおなしゃーす。水車は丸太だけで建設できる。丸太はダダ余りだから数は多いが速攻で作業終わるかな？非常に今更ながら前回製粉所移設したのに古いの撤去するの忘れてたけん。物忘れの多い安定のビーバーの合わせて不要なシャフトの撤去も行った。とりあえず見てみたくて作ったドーム庭園、ここいまいちアクセス悪いんだよね。忙しすぎで行く暇なし。なので住宅近くにダンスホールと一緒に追加することにしたよ。しれっと河口の貯水槽埋め立て指示入ってる。これは地味に工数多そう。ご安心ください。建設作業員を増員して対応いたします。自動化で停止した工場の人員が建設作業へ送り出された。エアロックが完成して上流のトンネル掘削工事がやっと軌道に乗ってきたね。エアロック抜けた先にも水がある。訓練されたビーバーじゃなきゃやられちまうところだぜ。寒気が来るぞー。寒気は7日間、汚水が出てくる前になるべく作業を進めたいね。だな。あれ？メリーゴーランドが止まってる？採掘機の方も動力来てないぞ。噴水の水道橋の下に隠れてて見落としておった。安定のやらかしー。下流の水車工事はいい感じに進行中。防水シャフトをアホほど作って、上から追加の水車を作ればこっちは完成だな。爆薬工場に動力が来てない。製粉所の動力の接続工事をミスってたか。シャフトの接続ミス、おかわり入りまーす。エアロックがあるのになんで下水が水没しとるん？空気があると思って入ったら水で満たされてるとか凶悪なトラップすぎるだろ。エアロックの上に隙間があったので無理くり足場作って埋めます。上に隙間あるならエアロック名乗る資格ねえよ。いのーちの水。小型自動ポンプ再稼働で大地に緑が戻った。ヒーハー、今夜はフェスティバルだ。歌って踊って命の喜びを爆発させるぞー。おう、噴水下の娯楽スポットがオープンしてここら一帯も一気に華やいできたぜ。そうそう自動ポンプで用水しすぎると溢れるから、ここに排水用の水門を用意しなきゃ。水位センサーでポンプ側を自動化でもいいな。やだよめんどい。横着。元あった排水路との合流部分は汚水が逆流しないようにバルブを設置します。ついでに元あったマップ外へ排出する穴も埋めた。ちまちま行われていた上流のトンネル掘り工事は換気終了前になんとか開通。明日にはトンネル工事が全部終わりそうだな。換気終了間際、花火のタイマーの設定実験やろうとして忘れてたのを思い出した夏休みの最終日に宿題を思い出した子供かよ。結局実験する暇はなかったからぶっつけ本番で勝負じゃリレー配信でリセット条件を追加して試すことにした。いのーちの水。ほとんど地下作業だった地味な1サイクルが終了。さてトンネルが開通したので下水の掘り下げっと。上流の現場は遠いから、ビーバーたちには辛い作業になりそうだぜ。さあ換気明け、祝いの花火の打ち上げだ花火の自動タイマーの設定成功、高さにズレがあったりするがこれはこれで風情があるな。連続花火もチャレンジしたいね。だな。おっとリレー配信に名前つけるの忘れてたので変更っと。お赤色、お水器もしくは換気になると稼働、一つあると何かと便利。暗くなるまでの時間がわからず適当に20時にしたけど、もう少し早くてもよかったね。まあその辺は後々微調整だな。上流の遠い作業現場での工事により、ビーバーたちが文句のアイコンを掲げ抗議してるので業務の時短を決定。
元から遊ぶ時間なくて幸福度が上がりきらない哀れなビーバー。なんてこった、歯車の在庫がなくなりそうじゃん。あ、完全にゼロになった。工場はフル稼働してるのになんてこった。こりゃ防水シャフトで使う量を甘く見積もりすぎたな。てなわけで緊急で歯車工場を追加じゃあ。歯車の原料はいた、トンネル掘りで使用した後解体してここの倉庫に保管してるので、歯車にして再利用だぜ。下流の防水シャフト建設一旦作業停止。中途半端に作られると上に道が敷けないから水車の工事が滞っちまう。ビーバーがはまらぬように一つずつ作るか。こりゃかなり面倒なことになったぜ。はっぱー、排水口の掘削が終わったー。防水シャフトを後回しにして、まずはやれるところから先に工事することになりそうだな。葉っぱにより道を失い立ち往生するビーバー。もし次が汚水期だったらアウトなので心中で冷や汗かいてそう。てか救助するの前提で葉っぱしたから大丈夫。計画的犯行、おまわりさんこの人です。そんな。でもとりあえず排水口ができたことで奥側の水車工事に取り掛かれるね。これは歯車なくても工事可能。水だばー。のんびり見てないでさっさとなんとかせい。ご安心ください。こちらに排水用の爆薬を設置済みです。あれ？なんか水の水位こっちの方が低くねえ？ああ？おい。そして追加で爆破しようと思ったけど足場がなくて設置できない悲しみよ。吊り橋かけてわざわざルート確保、事前にしっかり工事しとけよ。仕方ないでしょ、溢れるまで忘れてたんだから。ほんとどうしようもねえビーバー脳だな。水だばー。放水したらそれはそれで溢れちゃう。これがうちのレイムさんだ。歯車の増産体制は構築したけど供給が間に合わない。もうこれは設計を見直すしかないかな。防水シャフトが必要なのは2段目だけだから1段目は堤防でも平気。つかなんで1段目防水にしたんだ？見た目かっこいいかなって。超適当な理由じゃねえか。作ってくれたのにごめん、歯車が足りないんだ。設計変更させてくれー。こうして防水シャフトは瓦礫に戻され、堤防に変更し歯車のコストを半分に抑えた。マルタなら在庫は潤沢、一気に作り上げるぞー。作業の工数は相変わらずあたおかだがこれならなんとか作れそうだ。などとやってたら歓喜の警告。セーフ、汚水まみれ回避。最近は1動が1サイクルだったが今回は2サイクルだ。何の成果も上げず終わることは許されん。キリキリ働けー。ビーバー、ずらー。無職が37匹もいたので建設作業員を増員。土砂採掘機が在庫型で自動オフになり、暇ビーバーが増えたようだ。寒気が来るぞー。今回の寒気は9日、それまでに下水を完成させるぞ。おー。疲れ果てて土に頭をめり込ませて気絶するビーバー。14時間労働でもマップ端っこへの通勤で実質24時間労働。この一番きつい作業を優先して作業させてたので、あと少しで上流の工事が終わりそうだよ。お、しれっとシャフト部分がほとんどできてる。サビ山で飲食できず不満アイコンを掲げるビーバー。平均幸福度は55だが、建設作業員は30程度しかない格差社会。上流の横側も防水シャフトの工事が完了。ここまで来れば丸太を上からぶん投げて水車を作るだけだ。いやー歯車の見積もりミスは痛かったねー。もう少しうまくやれれば工事サックサクだったのに残念。ビーバー、ずらー。いのー、ちの水。また地下作業だけで換気が終了。で現在の状況はこんな感じ。ギリ観光とはならず。追加の花火の設定も出現しており、アングルを変えてとりあえずごまかしてるのず。おい。もっと工夫すればタイマーずらした上で連射して、花火大会とかもできそうな予感。そういえば換気が3連続だった影響で、汚水の備蓄がなくなりちょっと焦ったよ。緊急で自動組み上げをするか悩んでる間に、普通に水位が上がって結局何もしなかった様子。換気明け2日目には下水工事はほぼ終わり、2匹ずつしか作業できない状況になり完成待ち状態。建設作業員が暇になるので追加の細かい工事を指示した。ここの湧き水は既存の下水溝とも近い、回収して汚水機にはきれいに排水できるように工事しましょ。この距離なら次が汚水機でも間に合うぜ。てなわけでガーッと壊して爆薬設置して、下水に繋がる穴を掘るぞー。これで汚水機明けにちょろっと混ざる汚水も完全に除去だ。最終的には湧き水と汚水ドレイン全部下水に流す、ってプランも考えたんだけどさすがにやばいかな。青い湧き水だけでもきついのに、赤の汚水の湧き水も管理するとなるとやばいな。主に動画の絵面的に。
まあどこまでがっつりやるかは決めかねるけど、とりあえず普通の湧き水の排水溝だけ作ろうかな。規模感見誤ると地獄の作業になりそうだ。河口は水位が一番下まですでに掘られてるから、逆に汚水を水道橋にするとか工夫も必要になりそうだね。てなわけで多肉植物エリアを少し削って、ここから下水溝に繋がるルートも暇つぶし程度に工事するよ。他の大規模工事やりつつ下水もちまちまやるくらいがちょうど良さそう。今回の成果物を出して締めたいのにシャフトが一向に完成せぬ。水車ぶっ壊してでも先にシャフト作るべきだったぜ。花火のおかげでタイマーの使い方が少し理解できたので、汚水が混ざらないように水門の時間をずらして設定を調整と、細かい修正入りまーす。はっぱー、下水かけ流し用の掘削じゃー。現在伐採指示を出している場所に汚水用の水道橋を建設する、かもしれん。普通の水も溢れるようなら下水に流してもいいし、ちょっとどうするか悩み中。でトンネル掘削開始前に盛り土で補強、私は知っている、こうしないと崩落してしまうことを。失敗から学習したビーバーのそして少しだけど下水溝も拡張工事を開始。ゼロになってた汚水、早くも満タンになってたので追加で大きなタンクを設置。連続換気が来てもこれで安心。ここの自動ポンプは風が動いてる時だけ動けばいいやと思ってたけど、左下に出るアラートが気に入らないので修正。スカシャフト繋ぐだけだしな。追加の排水溝工事、逆流防止用に有料調節バルブをつける予定。普段使わないバルブ。常に全開放だけどね。いつものバルブでいい案件。貯水後の水源に下水溝を作るぞー。掘った後に一番上を埋めて、汚水が混じらないように分離予定だ。次の災害が汚水期で、汚水が流れ水車の動作確認までのつなぎのつもりの工事だったのに思いのほか大規模工事に、いつもより動画の尺が長くなっておりまーす。絵面が地味だから別の工事したい。さらに長尺になるからダメ若干気に入ってた使用済みの足場を買いたい。地下に入る階段埋め立てるのに邪魔。埋めなくても問題はないんだけど、天井一マス崩落してるのが気になっちゃうので。ほんとお前変なところで几帳面だな。とか色々やってたせいで水門工事が途中だったことをすっかり失念してたのず。次の災害までの猶予がやばそう。汚水の染みができないように防壁を設け、その上に足場を作って水門を作る設計にしました。トンネルも急いで掘らなきゃ。汚水を下水溝と繋ぐ横穴。そして思い出す、まだミスって掘ったところ埋め終わってないと。何度目だよこのやりとり、いい加減にしろよこのビーバーのさあ声援。で湧き水用の下水溝接続工事が順調に進み、流れ込んだ水により水車が回った。おい下水動力がコンセプトだろ、アイデンティティ崩壊してんじゃねえか。私はやればできる子なのに。崩落するから補強するとか言ってたくせに、結局崩落させてしまったやっぱり学習できてないビーバーの建設予定は出してたんだけど道が繋がってなかったんよ。安定のやらかしそして汚水期を待ってたのに無慈悲な4連続換気のお知らせ。動作確認のために待ってたのに完全に無駄で草。こうなったら別の方法で汚水を流すぞ。安全確保のためエアロック前にロックできる門を設置せよ。それはこうなる前に普通に工事しとけよ。ただ忘れてた。だろうよ。それでは汚水の湧き水の貯水バルブを開放だー。最初からこれでテストしときゃよかったのでは？いややるなら汚水機の汚水も合流させて、最大の動力を見るのがロマンってもんでしょ。謎のこだわり。水車がいい感じに回り始めたぞー。しかし換気始まりまであと1日、勢いよく下流まで到達できるかな？下水溝まで汚水が到達するまで暇だったので、使うかわからないけどジップラインの駅を少し整備。その辺まだ緑地化できてないんだよな。汚水が下水溝まで来たぞー。しかし一番端っこの水車は回らず。まあ下水の流量が増えたらきっと回るよ、多分。適当だな。そして気になる動力は2万にギリ届かず、そこから失踪多く。災害が起きる数時間前から、流量って徐々に減ってくもんだからな。てなわけでしょぼい結果で換気に突入。なお、この下水溝の水車、換気中は全く機能しません。完全なる、無駄？わかっちゃいたけど思った以上に達成感がないぞー。見た目も地味でなかなかの供養、マゾのお前にはぴったりな工事だったな。湧き水を完全攻略するには完全分離が正解っぽいけど正直そこまでしなくても大丈夫だー。どこまでガチ攻略するかは、その人のノリと気合で決まるのだ。では2サイクルかけて作った、文字通り無用な長物を見つつ今回はここまで。資材食っただけだったな。
こんなわけわからん開発もしてますが、よろしければハイプグッドボタン、よろしくお願いいたします。嬉しいです。ちょっとの汚水の汚染も許さず下水工事を頑張ったレイム。少し考えれば汚水機だけ湧き水の水位を上げて汚水を抑えたりもできたのにこの後どうする気だ。ああ？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。ジェンバーボーン。大規模な労働力を投入し莫大な作業量をこなし地下に長大な下水道を建設した我らがビーバー。達成感はあるけどさすがに穴を掘り続けるのは飽きてきた。今回は町の再開発の方を進めていくぞー。でただいま8日の換気中、町の再開発は換気が終わってから始めましょ。地下下水工事もまだ観光って感じじゃないしな。汚水の湧き水の接続部分が出っ張ってる。細かい修正入りまーす。汚水機明けに貯水庫に汚水が混入しないように下水工事を引き続き進行。貯水庫側が高低差一番高いから何気に掘るの工数かかるぜ。こんな感じでおなしゃーす。下水を掘った後に埋める、これでもかってくらい見た目の映えない地味工事。いけー、我が精鋭たちよ、見た目の映えなど気にするな、実利のために行動するのだー。現状大した汚染濃度ではないが、一滴も水を排水しないこの町はいつか河口に汚水が濃縮されるので対策は必要。採掘班と土地の造成班に分かれ効率よく作業せよ。ビーバー、ずらー。秋の職場が65もあったので建設作業員を減らして調整。これも自動化できそうだけど考えるのめんどいな。工数かかるので追加の下水道はひとまず既存の下水につないで排水だけできるシステムにします。後から追加工事できるようにメンテ用の通路は一応建設。微妙に螺旋になってない階段。ああ換気明けが待ちきれん、メリーゴーランドを建設すっと。おい。メリーゴーランドの入り口は2階で入りにくいので1マス分埋めます。高さが低いと楽しさ半減しそう。などとやってる間に貯水庫の埋め直し完了。お疲れ様でした。こんな感じになりそうろー。いや始まる前とほとんど変わってねえからな。それではお楽しみの葉っぱタイム。今回は爆破のド迫力を間近で楽しむぞー。さあ近距離爆破迫力をご賞覧あれ、葉っぱー。近距離が過ぎる、お前爆散するぞ。ありゃー、崩落でケツ打った。では別アングルで迫り来る爆発もお楽しみください。ラグってるので早送りでお送りいたします。一人称視点は重くなるので致し方なし。そして気づいてしまう、これで最下層まで掘れたと思ったのに一マス掘れてなかったと。安定のやらかし。一応メンテ通路はあるから階段作れば修正はできらー。地味に工数かかる修正。で溜まった汚水を排水する用のトンネルっと。ただ捨てるだけの水路。街の地下をぐるりと回って水車のある方へ流したいけどさすがに工数がきついからねー。できなくはないが見た目も変わらんしな。今はインフラ整備より楽しいものを作りたい気分なんじゃー。と勢いようとメリーゴーランドを建設しようとして、周囲のオブジェが邪魔で設置できなかったのず。そんな先行して作らせた部分を破壊して無理やりねじ込みました。作ってくれたビーバーよすまん。見た目にこだわりシャフトは埋没式を採用。こんな感じでおなしゃーす。家から近いしビーバーたちも喜んでくれるかな？まあ遠距離の修正工事があるから、建設作業員はサビ残で遊ぶ暇ないけどね。やりがい搾取されるビーバー。半地下メリーゴーランド完成だーって動力が来てない。ダメじゃねえか。ぐぬぬぬ、蒸気エンジンのシャフトの接続位置を見誤ったか。わざわざ埋没工事した意味がねえ。こうしてシャフトをまたぐための脱製階段が作られた。意図かなし。なお現在のビーバーたちの幸福度はこんな感じ。食べ物は満たされてるが遊ぶ時間がねえって感じだ。施設を集約したりジップラインを整備してもっと住みやすい街にせねば。労働時間を削るという選択肢は選ばない。これがうちのレイムさんだ。この初期に建てた丘の上の集合住宅、お気に入りだけど再開発するにはちょっと邪魔。完全撤去は寂しいので別の場所に移設しましょ。てなわけでここに移設するんでジップライン廃止でーす。お乗りのビーバー様方にはご迷惑をおかけしますがその場で着地してください。スタッと着地。急に下に落とされても元気に働くビーバー。集合住宅移設予定地の下は、お食事スペースとなっております。家の1階がイートイン、これは普通に嬉しいやつ。少し個室を増やしてマイナーチェンジ、再設計が完了。長年親しまれた家をほぼそのまま再現。そして超苦戦しつつジップラインを再構築中。立体農場の基礎にジップラインの桁をねじ込む強引な工事。水道橋も邪魔で難かったけどなんとかなった。
最短距離とはほど遠いけど一応繋がったぜ。こうなると集合住宅にも駅が欲しくなるわけで、もう説明できねえレベルでぐっちゃぐちゃなラインになった。普段使いもしやすいように螺旋階段も追加。つかそれないと下に飯食いに行けねえよ。それでは我らの思い出が詰まった家を移設開始だ。こうしてわずか数十メートルの移設工事が開始された。基礎の部分は主要な街道が通しやすいように足場で一段上げる工夫がされております。細かい。長い間、クソお世話になりました。もはやこの町の象徴であり歴史的建造物、解体して素材をそのまま別の場所へ移すぞ。跡地は葉っぱして平坦化します。目標は完全緑地化、地味に高さのあるここは緑地化しにくいのだ。住宅裏の噴水の水道橋で隠れて見えない場所に倉庫を追加。おまけで屋上テラスも増設だぜ。やっべえ、下水道のトンネルの存在忘れてた。工事用に穴が開いてる貯水湖でこの状態ということは、水だばー。メインの貯水湖に穴開けるとか、ハード難易度だったら完全なアウトなやらかしだな。ダッシュで堤防で塞ぎマッシュ。いのー、ちの水。やらかしによりいつもより河口の貯水が少なく見えます。やらかしてもまだまだ余裕だから問題ないんじゃー。まあ確かに湧き水の扱いにも慣れて、多少水こぼした程度じゃびくともしないぜ。倉庫の裏はグリル屋さん、農地も近いからポテトも食べ放題。なお真ん中に作る中ぐらいの倉庫は本をお取り寄せ予定。地味にめんどいけど今まで使ってた、立体農場用の大きな倉庫の中身の搬出を開始。ここら辺も再開発対象なので全撤去予定でございまーす。さあ者ども、キリキリ働けー。こうしてあっという間に建設し、再開発が進んでいった。お次はここらにパン屋さんを移築するぞー。メープルシロップも必要になるからメープルに植え直しもしないとだぜ。そして作業を監視してると。花火の瞬間を撮り忘れる動画投稿者失格の失態。焼き土下座で謝罪いたします。やめろ、畳が汚れるだろ。終電終わったんで駅解体しまーす。では、こんな感じでおなしゃーす。製粉所から少し離れてるが、運搬員が頑張ってくれればそれなりに効率よくパンが焼けるかな？こうでもないしああでもないし、ジップラインの設置がむずい。ギリッギリの空間を見極め、かなり苦戦したが製粉所方面へのルートが確保された。立体農場の天井のギリッギリを攻めてなんとか敷設。天井に頭こすってハゲるビーバーが続出しそうだ。建設開始翌日パン屋さんが完成。お前ら建設早すぎん？また1サイクルなのに長尺動画の予感が。だな。メープルペストリー用のメープルを集めるためお隣に樹液取りの小屋を建設。効率重視。さあ森番の詰め所の職員よ、ここ一帯をメープルで埋め尽くすのだー。なお埋め終わったら即解雇です。パン屋も過剰に建設しちゃったので自動化対応することにしました。生産過剰で座ってるだけのビーバーは許さない。これがうちのレイムさんだ。あれ？自動化設定したら条件満たしてないのに停止状態に。ってまだ資源カウンター完成してないだけだったわ。バカなの？ストレートな罵倒はやめて。すまんすまん。下水道の葉っぱ、すっかり忘れてたぞー。元気があってよろしい。そしてよく見てみると上からダダ漏れの水が。ダメじゃねえか。水門の設定の変更を忘れてました。すでに使っている汚水器明け数時間開放され続ける自動設定を適用した。さらば古いパン屋予防エバー。ついでで老舗の運搬員の小屋と住宅も撤去された。噴水の水路に保養地を増し増し。だが遊ぶ暇がないのでほぼ意味なし、幸福度も52でほとんど変化してないぜ。さあ倉庫の中身を空にするのだ。ここも再開発するぞー。数千単位の食料品の運搬が始まる。ただいま動力網をチェック中。今度は何を始める気だ？こちらのシャフトを解体して土地を確保。からの追加の2階建ての大型倉庫。初期計画ではビーバーを限界まで増やそうと考えていたため、小麦の過剰在庫実は8000ほど抱えた状態。捨てるのはもったいないので各種予備倉庫としてここは使うよ。やっはー、略奪の時間だー。ビーバー、ずらー。溢れんばかりの食料、今夜は宴だー。割と最近屋根が完成した元パン屋の倉庫、役目を終えたのでこちらも解体です。作り上げる苦労、壊すことの容易さよ。やっぱりメリーゴーランド前の階段が気に入らん。作り直すぞー。気になりだしたら止まらないタイプのあれ。道の方をずらして敷き直して解決。発想の転換。
薬用のタンクもひっそりとした場所に隠して生活。最近じゃ病気のビーバーもすっかり減ったぜ。そういえば意味なく下水の水車を回すため、汚水解放してるんだけど逆流してるのが気になるので改修工事しましょ。事故防止用の門を開放。再開発地区の交通の利便性を向上させるべく、ジップラインをさらに増築中。細かい修正入りまーす。やべえ、安全かと思ったら一匹病気になってるじゃん。工事終了後急ぎ閉門した。大建設開始2日でほぼ完成してる、農夫の像の建設もよろ。そして翌日、遠くの丸太置き場でやべえ量のビーバーずらー。大規模建設ばかりしてたから尋常でない精鋭のビーバー建設部隊に育ってたみたい。ビーバー過密です。あっという間に倉庫の増築が完了しました。これだけ備えがあれば食糧難になることはまずないぜ。遠くの植林場まで丸太取りに行ってたのが気になったので確認したら立体植林場がかなり減ってました。在庫はまだ1万あるけど使いすぎには注意だぜ。病気のビーバーの原因も調査した結果、以前建設依頼したのに門を封鎖してたことが発覚。汚水のバルブを閉めて工事を再開した。夜中にこっそりジップラインの整備。夜中にやるなよミニキーだろ。ごめんちゃい。こんな感じになりそうろ。シレット河口の貯水池にポンプとタンクが追加されました。駅近くで水飲めた方が効率いいかなって。なーる。下水工事、逆流防止用の湧水弁と通路にエアロックを建設。なお延長工事は未定です。集合住宅跡地、ハッパみんなの思い出の詰まった家の移設がこれで完了だぜ。さて立体農場のジップラインをどうにかしたいんだけど、切断すると農家さんがお家に帰れません。てなわけで非常階段を設けることにしました。当分はこれで通勤か、足腰鍛えられそうだな。でも積み上げて建設だからこれは完成に時間がかかりそう。だな。とりあえず倉庫の整理でも進めましょ。倉庫の在庫をきちんと把握して、作業効率をアップだ。野郎ども、小麦オーバー山賊ごっこに付き合わされる迷惑そうなビーバー。空いた倉庫をちょこっと買いたい。下の倉庫はジップライン駅を支えてるので今は壊せないぜ。非常階段、やはり設計上父として進まぬ。こればっかは待つしかねえな。では暇ビーバー集めてキャンプファイヤー公園を作るぞー。キャンプファイヤーの前には、お取り寄せのひまわりの種などが食べられる素敵スポットを建設だぜ。てなわけでくつろいでるところ悪いけど、今日でこっちは買いたいね。親子の団らんデストロイ。ビーバーたちが通らない隙を狙ってハッパー。これでジップライン駅過密地帯前のキャンプファイヤー全撤去完了だぜ。ヒーハー、すべてを奪い取れ、種もみ一粒残すなー。山賊ごっこに付き合わされるビーバーズラー。いやー倉庫整理してたら改めて小麦の作付け面積多すぎたなぁと分かったので、ここはひまわりと人参に変更。そして思う、ひまわりの向きいっつも裏側なんだよなぁと。街づくりの初期に確認しないと後で後悔する要素。開拓初期から町に貢献してくれていた農家さんも買いたい。小麦余ってんだわ。これだから山賊家業はやめらんねえぜー。町の中心の業務担当との温度差が高い。貴様サボっておるな。ああ山賊王に目をつけられた。そして彼は孤島への左遷となった。いやこの町の一等地だから栄転だよ。まあそうとも言えるな。想像以上に新しくできた貯水タンクが大人気。仕事終わりにいっぱいやってくビーバーズラー。はいはい兄さんちょっとごめんよ毛がビーバーだろうと容赦なしに叩き起こす鬼の所領。ここ試作スポットにするつもりが間違えてたの思い出したんだよ。前回のやらかしい。ジップラインの再編のついでに土砂採掘機も綺麗に設置し直すことにしました。今は土砂在庫マックスだから機械止めても問題なし。こんな感じでおなしゃーす。今まで天然の地形を利用して作られてた部分も土砂ブロックで綺麗に整地、カックカクやで。採掘機のシャフト接続工事のついでに下水道水車のシャフトも接続。ないとは思うが汚水溢れ防止のため防水加工で施工。ちょい複雑になりそうろう。これで下水動力も使えるぜ。動力余ってるから使わんが。意味なし。着工から3日、やっと立体農場の非常階段が完成。この階段さえあれば農家さんの帰り道問題は解決だぜ。それではこの辺のジップライン駅を買いたいじゃあ。さらば、発展途上国の電線みたいなジップラインよ。まああれはあれで昭和のノスタルジー感あって好きだけどね。さいですか。あいつは、うっかり下水工事の労災ビーバー。うつろな目でカッポしております。お大事に。ジップライン跡地を整理したことで、緑地化できてない場所が結構あったことが判明。
全面緑化が目標だ。ここもきっちり緑にするぜ。あれ？なんか動力少ないんですけど。お前ここ工事前に念入りに確認してなかったか？確認はした。でもミスった。追加のシャフト修正工事を発注。つか完成した後にも確認ちゃんとしとけよ。めんどい。おい。超過密建設現場。ビーバー、ずらー。はっばー、街の中心の機能を移転するぞー。街の再開発も終盤、ついに街の中心も変更だぜ。それでは街の中心をデストローイした結果がこれである。朝一番に全てのビーバーが街から追い出されたのず。新しい街の中心に道を接続して復活。人は安心。下のもつかの間医療ベッドから弾き飛ばされた哀れなビーバー軍。なんかすみません。仕様なのでしゃあなし。で例の緑化できてない場所はがっつり水路を掘ることにしました。水生農家さんの池と繋げればいい感じに河口の貯水湖に流せるぜ。土砂採掘機が完成。今までは在庫いっぱいの時のみ停止の自動化だったけど、パーセントで判定して自動稼働するように変更。そして思い出す、パン屋の自動化設定途中だったわと。気づくの、おせー。新しい水路の排水口に三重水門を採用。夜分お騒がせして申し訳ありませんがはっばー。突然の道路寸断で夜遊びしてたビーバーの一部が帰れず野宿することになった。健全なビーバーたるもの早寝早起きしなさい。で掘ったところに貯水バルブを設置して水位を調整予定。つか掘りすぎで地下水路とも繋がっちまってもう水の流れがようわからんぜ。そして安定の水だばー。もったいないからはよ修正せい。あいよ。急げー、池との接続部分に水門を作れー。これで水生農家さんのところの水位も安定するぜ。これで水路が完成だー。分断されてた道路も元通り、仕上がりもバッチリだぜ。お水期が来るぞー。お水期5日が到来。ダダ漏れした貯水も復活してるし楽勝だぜ。では町の再開発を進め、町の中心を移設して新たな水路で緑地化を成功させたところで今回はここまで。と見せかけて以前コメント欄で立体農場の中ってどうなってるの？って聞かれたので少しだけご紹介。おい。まあ大体こんな感じになってます。説明が、雑？いやー一人称視点見ても天井で狭い指導見せたらいいかわからず。言い訳すな。シェー。では集合住宅破壊されず移設になってよかったねと思っていただけたら、ハイプグッドボタンよろしくお願いいたします。あれよあれよという速さで街の再開発を進めるレイム。しかし実績解除の50サイクルまでまだ10サイクル近くあるぞ。この後は一体何を作っていくのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。エンバーボーン。ランドマークの噴水周りの再開発で食料管理を見直してお気に入りだった集合住宅も移設した我らがビーバー。やっはー、食料の備蓄は万全だ。今回は頑張って緑地化整備を進めてくぞー。でただいま5日のお水期早朝。おのおのの職場へダッシュで出勤する愛らしいビーバー。さて今回はどこってめっちゃお水で取るやないかーい。開始早々やらかし判明。下水道つなげたつもりなのになぜこんなずさんな設計に。下水に流すどころか穴すら開いてねえ。気になって貯水湖側の水門もチェックしたけどこっちは OK。無難に稼働しております。と見せかけて下水への水路が封印されてたのず。ご安心ください。すでに逆流防止用のバルブは完成済みであります。何の被害もなく問題を解決。さてやらかしちゃった水源はとりあえず排水だね。これで上部は乾くけど、下流は一体どうなることやら。お前、暇そうやなー。ビーバーたちが暇してる、何かお仕事を与えねば。てなわけで今回はここら一帯を緑地化するため、この水源を用水して貯水する人造湖を作るぞー。ビーバーが作るから人造湖じゃなくてビーバー湖だな。細かいことはいいんだよ。まず手始めに周辺に張り巡らされたシャフトを整理しましょ。初期に地熱エンジン用に作ったシャフトは、コスト重視で作ってたからかなりぐちゃぐちゃだぜ。今じゃ地熱エンジンなくても余裕だし裕福な世界になったもんだね。だな。さあ暇を持て余していた大工さんよ。この世界を緑で埋め尽くすためにキリキリ働けー。超巨大な貯水湖が満水で今も水が流れてるのに、さらに貯水湖を作る無駄公共事業の始まりだぜ。では人造湖の水源となる湧き水を、汚水器に汚染されないように下水道を作るための穴を掘るぞー。並行してトンネルをがっつり掘って周囲を崩落させて広範囲を更地にします。今のままだと緑化できる範囲がいまいちわからないので、全部ぶっ飛ばしちまえの強引な工法。こんな感じでおなしゃーす。
トリプルダイナマイト一撃で破壊できるところと壊せないところはトンネルでの崩落作戦。貯水湖の壁となる部分は後から天然っぽい感じで作る予定。左下に出てるものが選択されていませんの文字が鬱陶しかったので適当にパンチカードを選択。まあなんか保管場所足りなくなったらそん時また設定し直しゃいいやの適当精神。はっぱー、それでは下水工事を開始するぞー。こっから汚水を排水だぜ。でマップ外に捨てられるようにマーキングっと。一応下水で水車回すかもしれないので、5×4 の水路幅で計画された。こんな感じでおなしゃーす。これはそこそこの大規模工事になりそうだな。さあがっつり大地を吹き飛ばせー。平坦化が終わった暁にはまた埋めさせる名誉やろう。掘ってからまた埋めさせる、刑罰の類じゃねえか。それでは手始めに建設会社マヨハッパー。崩落させるためのトンネルへのアクセスルートも確保された。このペースなら数日で平坦化完了しそうだ。汚染でやらかして排水したけどマップ外に排出してない状況なので汚水溜まりが。結局汚水ポンプで除染作業することになった。お前、ひっまそうやなー。作業指示たくさん出してるのにビーバーお座りモード。建設作業のための道敷いてなかっただけだったわ。掘ってくうちに到達できない距離になることもしばし。さてお暇なビーバーにお仕事をあげよう。トンネル掘りに使った瓦礫の撤去だ。3日程度でそれなりに平坦化進んできたな。さあ町をさらに良いものにせんと志す我が同志よ。町のために勤労に励むのだ。お座り待機は許さんぞ。だが仕事早すぎで一瞬で終わった。いけー、一気に葉っぱで大崩落じゃー。さあ側面が切り離されて綺麗に崩落するかな？平坦化成功。これでなんとなく緑地化範囲が見えてきたよ。いのー、ちのみず。階段崩してビーバーの侵入遮断、汚水機終わって微妙に汚水まみれになっちまったぜ。ここは希釈されて平気になったら再開ね。やらかした汚染現場は知らぬ間に除染されてました。結構汚れてるように見えたけど意外と平気だったな。崩落解体現場の進捗はこんな感じ。さすがに工事期間5日じゃ全てをやりきることはできなかったな。まあすぐ終わるっしょ。暇ビーバーたちの隙間バイトでちょろっと整地。細かい修正入りまーす。そして夜な夜な作業進捗を確認してると。ああ？いわゆるやっても歌でございます。また花火の存在を忘れてた悲しいビーバーのはい終電終わったんでジップライン見直ししまーす。昼間にやるとビーバー玉にはまるんだわ。で終着駅は元汚水川へと繋がる汚水ドレーン前。普段は隠れてるけどここトンネルあるんだよな。このトンネルを埋めれば貯水池として使えそうだし、暇つぶしも兼ねて埋め立てることにしました。適当だな。そして地味に時間がかかった崩落用のトンネル掘りが完了。コツコツ作業、お疲れ様でした。さあ崩落させるために足場を崩すぞー。はっぱー、土砂の接続を切り離して崩落成功だー。だがカメラアングルが微妙だった。糸かなし。はいみんな、ちゃっちゃと片付けて。ビーバー、ずらー。素晴らしい。汚水期明け4日目で貯水湖の水がいっぱい。それなのにさらに人造湖作る水に貪欲なのがうちのレイムさんだ。職場の空きが57匹分も、鉱山スクラップほぼ在庫いっぱいでしょあんたら重用だよ。こうして鉱山も在庫数での自動化が導入された。やや暇ビーバーありけり。早く逃げろ、強制労働させられるぞ。てなわけで緑地化してない場所を適当に測量。でこんな感じでちょろっと整地します。上から下は広く緑化できるけど下から上の段差は範囲が狭まるんだよな。やっぱり平坦化してから緑化するのが楽だぜ。こら働かんかー。あの程度の仕事量じゃまだ暇ビーバーが出ちまうぜ。では追加工事をおなしゃーす。吹き飛ばしたり埋めたりでもう元の原型とどめてねえな。精錬所、お前らもひっまそうやなー。倉庫いっぱいまで頑張って作ったのにイチャモンつけられるビーバー。てなわけで金属ブロックも自動化導入。便利だけど地味にめんどくさい設定完了。下水工事進捗悪いじゃないか。おいダイナマイトに使う生成物が切れてるぞ。これは下り。翌日適当に遠心分離機を追加。生産力は上がるけど在庫がゼロになっちまったから、こっからは少し作業に遅れが出ちまいそうだ。周囲確認よーし、はっぱー。段差が解消されて緑地化エリアが拡大、たった1日で景観がだいぶ変わったぜ。こっちも続いてはっぱー。下流の水位が低くて地と緑地化してないがそのうち満水になるかな？
元水の流れてた天然の地下水路、完全に埋めるつもりだったけど、エアロックで封鎖すりゃいいじゃんと気づいたのず。エアロックで地下水路封鎖は意外と便利な技かもしれんな。他のマップでも地下水路って結構あるから応用次第で活躍しそうだね。だな。またサボっとるビーバーがおるな。霊夢にロックオンされた、またこき使われる時間の始まりだぜ。平坦化が進んだおかげで緑化範囲も大体把握できた。ここらで一気に人造湖の建設に取り掛かるぞおー。今回はやや天然っぽい感じの造形にこだわってみました。天然の地下トンネルと繋がってた汚水ドレーンのある穴も、人造湖に組み込んだ形になってるぜ。なお小型ポンプで揚水する予定、満水になるかだけが心配だね。できるか微妙。さあ楽しいお仕事の時間だよ。土砂を担いで巨大な湖を作るのだビーバーたちが動き出して作業現場が活気で溢れ返った。結果土砂の在庫が一気に減った。つかなんで土砂採掘止まってんだよ。前回立て直した時に一旦手動で止めて忘れておった。安定のやらかしあんなにたくさん仕事用意したのに貴様まだサボるというのか。こらビーバー連出すな。こりゃあれだな、足場がなくて作れない系だ。ああ、ガタガタな地形にしたから足場作るの面倒なやつだ。面倒いんで階段だけでなんとかなりません。超適当な足場でごまかそうとする親方。建設に最適な足場でないことは分かってるんだけど、地形ブロックの方向とか考えるのめんどくて。手抜き工事入りまーす。作業のルート確保もできて水も通さないエアロックも一部に採用。ほんとこれマジ便利なアイテムだな。ほぼ意味ないけど近所の風車も綺麗に修正。てかこっち側の人造湖の壁がないので、その1決めの前の最終調整である。思いのほか大変な設計で MP が切れそう。大まかな湖の形が設計できた。夜中にこっそり足場を構築。夜中にやらなくてもいいことなのにやっちまう。脳がドロドロに溶けてるビーバー脳。そしてしばらくして正気に戻り、これ少し橋使えば作業楽になるじゃんと気づいた。ビーバーが複数箇所同時に作業できるかが作業効率化の肝。橋があるだけで手前以外の奥も同時に作業ができるぜ。このままだと絵面が地味な土木工事だけで終わっちゃう。そうだ、今回の締めは連続花火で盛大に盛り上げよう。一つずつ地道に花火ランチャーの設定を変更した。そしてその結果。何事？予期せぬ花火の発射。キャッパー、やらかし花火大会だー。ちょっと、動画の締めにと用意してたのに。失敗からの花火大会だけどこれは綺麗だ。当チャンネルの基本方針から外れるけど思わずロードして別角度からも撮影。立体農場の水生農家さん前からお送りいたしました。適当設定の割に綺麗だったね。だな。暴発の原因はリセットのタイミングが汚水期もしくは換気に設定してあるから、温暖な間ずっと花火もオンだったからみたい。いまいちタイマーの使い方は慣れないぜ。そして翌朝。また暴発してる。昨夜前段打ち尽くしたのを運搬員が再投入して、そのまま打ち上げられてそう。しまった、前段打ち尽くしたから次の災害終わるまでもう発射されないと思い込んでたよ。打ち方やめ連続発射の設定も解除だ。我々には連続花火の設定はまだ早すぎたようだ。打つのやめてください。今回のやらかし花火大会でおおよそ1000発くらいの花火の在庫がどっかに行った。これを学びにいつかもっとすごいのあげたいね。だな。で花火でてんやわんやしてる間も、人造湖の固定の調整工事も進んでおりました。生成物不足でシングルダイナマイトの設置となっております。うらー、これが現場の花火大会じゃー。工事現場でいきり散らかすやらかし花火師。細けいことはいいんだよ。人造湖で貯水した水を河口に繋がる川に流せるように貯水バルブを設置。一番下だけ貯水バルブにすればいいのに、見た目にこだわり2段にするこれがうちのレイムさんだ。ビーバーがいない夜中にハッパー。天然地形が削られすぎてもう完全に原型とどめてねえぜ。お、次は寒気が来るってよ。よし当分汚水が出る心配がなくなった。今のうちに湧き水を汲み上げるシステムの建設をするぞー。今回は湧き水部分を密閉してきれいな水だけ汲み出して、汚水は下水に流すシステムを構築します。完全密閉だと水圧で湧き水が止まっちまうぜ。まずは密閉する部分だけ建設して後から小型汲み上げポンプを追加する予定。さいですか。こんな感じでおなしゃーす。自動化設定次第では貯水バルブよりも小型汲み上げポンプのみで構成した方がコスパ良さそう。ミスりそうだからやだ。へたれ。地道に掘り下げハッパー。今崩れた部分のレベルまで人造湖を水で満たす予定。かなり広くなったから溜まるかは地と未知数だぜ。
生成物の生産も稼働に乗りやっと下水道の爆薬の設置が完了。地道な作業お疲れ様でした。はっぱー、これで下水道がほぼ完成だー。壁一枚残しているのは湧き水のダダ漏れ防止用だがぶっちゃけほぼ意味はなかった。さて下水道の入り口は汚水混入を防ぐためにエアロックと。おいこの場所だと階段のところから水も汚水も出入り自由だぞ。なんてこった。てなわけでエアロック設置のため下りの階段の設置からやり直すことに。安定の無計画。やっちまった。やっちまったよ。土砂ブロックの矢印の向きがバラバラでめっちゃ作業しにくいダメな作業指示。てなわけで夜中にこっそり設計し直して足場も追加いたしました。夜中にやるなよミニキーだろ。舌打ちすな。下水への入り口はこんな感じになりそうろ。エアロック上に突出部をかぶせ防水フロアで浸水阻止。下水に水車を作るかはまだ決めてないけどこれで作る場合になってもルートは確保できるね。あれは歯車アホほど使うんだよな。寒気が来るぞー。今回の寒気は6日、寒気の間にギリ人造湖完成するかな？シレット河口の貯水がほぼ満タン、もう人造湖作らなくてもいいと思う。緑地化のために作るんだからいいの。こらー、建設作業へ向かわんか、しばくぞ。こら愛らしいビーバーをつつくな。てなわけでビーバーも暇そうだし湧き水が水圧で止まらないように、小型汲み上げポンプのシステムを設計。汚水機に汚水の滲みが出ないように考慮した結果、汚水防壁を設置したり無駄にでかい感じになった。こんな感じでおなしゃーす。小型ポンプの数多すぎん。正直湧き水の有料がわからず適当につけた。おい。今回は作業しやすいように最初からちゃんと足場も設計したぞ。思う存分ハンマーをふるい建設するのだー。ビーバー、ずらー。終電終わったんでジップライン駅見直ししまーす。ジップラインが邪魔で人造湖の一部堤防が建設できねえんだわ。で空いてる場所を埋め。水漏れ確認、よーし。そして深夜に及ぶ設計作業が終わった。けど翌日完成間際にミスに気づいて撤去。ダメじゃねえか。いやーうっかり埋める場所にジップライン駅建てようとしてたよ。駅の再建築に時間がかかりそうだったのでこっそり塔でごまかすことにした。ここの階段はビーバーがはまると嫌なので、建設止めてたけど足場の建設が遅かったので強行して建設。上からの方が安全だけど、作業速度は下の方が速そうな構造。換気終了まであと4日、急ぎ納期までに完成させるのだー。さあビーバーたちははまらず華麗に作業をこなせるのか？このダボ作が5匹捕獲。一部ぶっ壊せばなんとか脱出できるかな？湧き水の上は通れないのでダメです。もうこれ救助にトンネル掘らなきゃいかんじゃん。お前が速度重視して安全性を無視した結果だ。こうしてレイムを断罪するため、ビーバーはアシュラビーバーへと進化を遂げたのであった。怖いよ。おや？アシュラビーバーの様子が。さらに進化しただと？アシュラビーバーの腕回りに謎の輪っかが、多分水属性の攻撃とか使ってくるぞ。って運搬員になっただけじゃん。脱出用のトンネルが開いたんだよ。しかし一匹脱出前にまたはめられた。どんくさいやつめ、救助が来るまでしばらく座ってなさい。手前の2匹救助完了、残り1匹。夕方になりやっと救助完了。ここははまらないように注意して再建しなきゃ。だな。エアロック工事が終わったようなので、下水道の最後の壁の掘削を開始。ちゃんと完成したのか？構造はミスってなさそうだけどなんか水位が同じなんよ。こりゃ換気明けに再確認が必要そうだ。人造湖の工事は後は仕上げだけになったので、汚水ドレーンのところの貯水槽をちょろっと整備。細かい修正入りまーす。小型組み上げポンプ設置、お疲れ様でしたー。これで水圧がかからず無尽蔵に組み出せる水源として今後は使えるはずだぜ。見た目を整えるための仕上げ工事、はまらないように奥から1個ずつ埋め立ててねー。細かい指示で安全確保。できると思ったか、このビーバー脳が。あんたらって子は、本当にもう。小屋上から土ぶっかけて無理やり助けるしかねえな。急いで階段で上に登れるようにして即日救助成功。なお救助が終わるまでは家には帰らせないとビーバーたちはしれっと脅迫されていました。定時前に終わってよかったね。サイコパス。いのー、ちの水。最後までトラブったが人造湖、完成だぜ。それでは小型組み上げポンプの動作状況を確認しましょ。水は出てるがポンプは動いたり止まったり、明らかに過剰なスペックだった模様。もっとコンパクトにまとめりゃよかった。まあ過剰な分にはいいか。適当だな。では人造湖完成を祝いまして、はっぱー。
あとはこれが満水になった時、ちゃんと緑地化できてるかチェックするだけだな。ではマップ全体の緑地化のための人造湖の貯水が始まったところで貯水を待ちつつ今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録ハイプグッドボタン、よろしくお願いいたします。元気の源です。がっつり山を吹き飛ばし新たに壁を作り、巨大な人造湖をビーバーたちに建設させたレイム。しかし水源は湧き水一つ、果たしてこの人造湖は満水になるのか？結果が気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。ジェンバーボーン。水圧で止まってしまう湧き水を小型組み上げポンプで組み上げ周囲を土砂で埋め巨大なビーバー倉庫を作った我らがビーバー。途中うっかり設定ミスで花火大会しちゃったけど今回も頑張って街づくりを進めていくぞー。でただいま寒気明け初日でございます。ビーバー湖の水が次の災害までに満水になるかが気になるところだぜ。コメント欄でビーバー湖じゃなくてビーバー倉庫だろ、ってツッコミいただきました。細かい。さてまずは換気中にやろうと思って忘れてた、前に汚水ダダ漏れさせちゃった水門の回収しましょ。現在下水掘ったのに繋げてないアホの子しよう。で貯水バルブで汚水だけ分離にしようかと設計しててふと思う。小型組み上げポンプで綺麗な水だけ流せば、湧き水の水圧も関係なく普通の水源として使えるじゃんと。動力は空がかなり強いやつ。中身は、こんな感じになりそうろー。汚水期の時だけ貯水バルブが開いて汚水を下水に流し、普段は小型組み上げポンプで水供給するシステム。さあ物ども仕事にかかれー。新たな取り組みで我らの街をさらに豊かにするのだー。ビーバー、ずらー。昔掘り間違えた下水の埋め直し。直す気はあるけど忘れてしまう。これが悲しきビーバー脳の差が。7匹捕まえたよ、やったね。ちょっと複雑な工事依頼するとすぐこれだ。今日は24時間労働だ。救助終わるまで家帰らせんぞ。なんとか当日中に救助完了。飯を食うくらいの時間はあるかな？ビーバー倉庫の貯水スピードを上げるため、放水用のバルブを閉めよっと。河口を潤すのも大事だがここの満水も見てみたい。だがその結果がこれである。水だばー。見てないでさっさとなんとかしろ。てなわけでサクッと穴開いてたところにエアロックと。埋めりゃいいのに左右対称にしたい謎のこだわり。意味はないけど、汚水器の貯水庫の水源周りの汚染のシミが嫌なので汚染防壁追加。ほんとどうでもいいとこにこだわる匠。お前、ヒッマそうやなあ。漏れた汚水の除去作業をしていてくれた功労者、作業が終わりレイオフ。ああ、立体農場のジップラインの存在忘れてた。農家さんは日々非常階段で通勤、ふくらはぎがパンパンになっております。景観を損ねない程度に移動の効率アップをしたいね。でも最短距離と角度でラインをつなげてもこのありさま。発展途上国の電線再び。さすがに駅を作りすぎたか、一旦ぶっ壊して新しい構想を考えるぞー。使わんフロア一駅ってのが多すぎたな。そんなわけで2フロアで一駅に改修工事することにしました。複雑になりすぎてもはや説明できないけど地上部分もこれを機に整理。水道橋下とかも通ってるぜ。こんな感じになりそうろー。以前よりかはだいぶスッキリした見た目になったな。奥側から降りたり天井切りラインなど地味に工夫を重ねております。そしてジップラインに夢中になっててふと気づく、メープルシロップの在庫がないじゃんと。まあメープルに植え替え増産したのに、伐採指定を解除し忘れただけである。これはしたり。ビーバーの幸福度チェック、相変わらず遊ぶ時間が足りてねえな。ああそういえば実験ブランチで追加された北条の広間まだ作ってなかった。てなわけで北条の広間を使ってここら辺の再開発を進めるぞー。板700に加工板300に鉄500、地味にコストが重い建物。北条の広間を置いただけだと味気ないので連結させてロッチも増しまーし。空き家があらば増えるビーバー、またこの世界が重くなっちまうぜ。はい再開発なんでどいてください。叩き起こされる療養中のビーバー。よそで療養生。お大臣に。広間の中央に何か追加しようと思ったけど、だせー。何かと応用できそうだけど思いつかなかったビーバー脳であった。気分が乗ったので追加のロッジやその他もろもろも作りましょ。こりゃ今回の再開発でビーバー100匹くらい増えそうだ。こんな感じでおなしゃーす。北条の広間の周囲を埋めるべく、建設ラッシュが始動だぜ。ついでだし道の前もぎゅうぎゅうに詰め込みましょ。普段使わないカバの木タンポポで華やかに。カバの木並木かな？さあ大量の資材を持って北条の広間を完成させるのだー。ビーバー、ずらー。
前から気にはしてたんだけどここの水路1マスしかなくて蒸発しやすいから、水路幅を広げる工事をします。初期にローコストで行った工事の修正を、めんどくさいという理由でずっと棚上げしてた匠の図。夕方になっても途切れぬビーバーの行列。夕日に向かって、ビーバーズラー。ダブル北条の広間はさすがに即日完成とはいかないね。まあそのうちできるだろ。で水路拡張工事の方も進んで、ついでに池の周りの整備したいんだけど自動化関連施設が、いろんなところと連動してるからこれらを撤去移設するとなるとかなり大変な作業になりそう。めんどいけどやらざるを得ないかな。そして自動化で思い出す、花火のタイマー実験のために作ってそのまま忘れてた施設のことを。結局実験してません。まあ今は自動化施設の移設を優先ってことで、意味なく動かしてる天文台もこっちに移設しましょ。こんな感じでおなしゃーす。後々リレーやメモリーを追加しやすいように、2階建てで設計された。下水へと繋がる穴、はっぱー。これで次を水期が来てもここの水源は安全だぜ。お前、ひっまそうやなー。並木道の植林の終わった森晩さんを無慈悲に解雇。隙間があったのでサウナを追加。細かい修正入りまーす。北条の広間が、完成したぞー。ただいま朝の通勤ラッシュ、再構築されたジップライン網も使ってくれてるしいい感じに機能してそうだな。近くで見るとこんな感じ。特に工夫して設置したわけじゃなくてもかっこいい。これはいい建物だ。しかもこれ幸福度8も上がる模様。50くらいだった幸福度が一気に60までアップ。絵的に地味なのでほぼ全カットされている自動化設定の移行中。リレー設定で換気を青水域は、何かと便利なのでおすすめだぜ。さて全ての水源の設定を変更するか。超絶地道なきつい作業、全ての水源の設定を変更、多分どっかでミスるやつ。で自動化つながりで前回生成物が足りなくなったのを思い出し、自動化用にリレー配信を追加。だがこの後作ったの忘れるので意味はない。ほえ？貯水庫自動化、チェック用紙。ここはミスると滅ぶやつ。小型自動ポンプ、温暖な気候のみ稼働にすれば、使わないとき動力節約できていいね。まあ動力あり余ってるけどな。めんどかったけど自動化関連の移設が終わったどう？これで水路幅の最適化が完了だぜ。災害警告用のスピーカーも今までお疲れ様でした。自動化移設してる時に思ったんだけど、この水道橋から流してるため池、湧き水の池と繋いだら水の管理さらに改善できそうじゃない？水道橋の水が循環するな。てなわけで水道橋から流れた水を溜めて、河口の水位が下がったら自動で注水するシステムにします。新システム導入にあたり、松ヤニ用の松とかもあるけどがっつり削って貯水量アップの工事も追加。しれっと運搬員の小屋の前も整地予定出しとる。そこは緑化範囲とか広がるだろうし松かメープル植えるつもりだよ。さいですか。さあビーバーたちを待たせたな。楽しいお仕事の時間だー。ビーバー、ずらー。さてビーバーたちが建設してる間に花火自動化のテストをしちゃいましょ。やりたいのは前回ミスった災害明けの初日の夜のみの花火の連続打ち上げ。ああでもダメだしこうでもダメだし、クロノメーターとメモリーも追加で必要かな？などとくるみサイズのビーバー脳が集中している間に、ひっそりとビーバーが生き埋めにされそうになっていた。こらこら普通に事件だよ。翌日上からさらに土をぶっかけて、なんとか無事救助されました。工事現場は目を離すとすぐこれだから、色々と同時作業するときはほんと気をつけないとだぜ。水路の注水部分の掘り下げハッパー。で貯水バルブで自動注水する設定と、自動ポンプで水位関係なく湧き出るので上は越水してもいいように水門で設計。追加工事をなしゃーす。ただの汚水を下水に流すだけの予定の工事がなんだかんだで大規模になった。そして災害や KY の花火の自動化理論を考え、簡単なものができたのでご紹介。必要なのはタイマーとクロノメーターとリレー配信、あと温暖な気候を判断するためのセンサー。で説明がめんどいので AI に作ってもらいました。おい。センサーが温暖な気候を検知すると花火用タイマーが24時間だけオンになり、クロノメーターで打ち上げる時間を設定。両方がオンになることでリレーがオンになります。あとは花火ランチャーの自動化にそのリレーを設定すれば OK ってことだな。まあわからんかったら一時停止して設定見てね。ほんとお前適当だな。さて花火ランチャーの自動化設定、これが地味にめんどい。コメント欄で設定コピー便利だって教えてくれた人いたぞ。いやー設定のコピーの存在は知ってたけど、花火の高さや種類もコピーしちゃうのがね。そのままコピーしちゃうとずれた位置で同じ種類しか打てないのがネックでね。便利かは使い方によるな。
てなわけで面倒な設定のコピペがしやすいように、花火ランチャーを水平に並べようかと考え中。水車との隙間にねじ込めば一応できそうな感じ。これなら簡単に作れそう。でも下から打ち上がる火柱も好きなんだよね。動画投稿者たるもの自ら苦難の道を進まねばならぬ。既存の花火を全部ぶっ壊して高さを水平にして作り直すぞー。超めんどくさい工事だろうと躊躇なく飛び込む。これが日本人の花火に対する謎のこだわり。正確に距離を測って花火の並びを美しく調整。高さが低い場所は足場を追加して水平に調整。私はなぜこんなことを。この辺りから設計が難しくなり後悔しだすいつものパターン。こんな感じになりそうろー。花火のコピペ設定で楽したいだけだったはずなのになんか逆にめっちゃ苦労してて草。花火の種類もたくさんあるし、今後色々試したいからこれでいいんだよ。なお画面端っこまで延長する予定でございます。こっちは植林地を少し削らないと作業ができんな。てなわけで抜根作業をおなしゃーす。抜根。やべ建設する足場がない。安定の無計画。松屋に植林地の拡張葉っぱだがやや緑地化できてない微妙整地であった。意図かなし。下水接続工事ついでの池の底下げ葉っぱ花火ランチャー設計で MP が空になり、起爆漏れ多数発生中。まあこういうこともあら。花火ランチャー大改修工事で大工さんは大繁盛。ジップラインにビーバー、ずらー。だというのにほんとあんたらって子は、好きあらば仲間だろうと閉じ込める、安全を無視した速度重視施工。こらー、みんな忙しくしてるのにサボるなー。足場がねえから作業できねえってよ。今回は設計面倒で足場適当にゴリ押ししちゃいまして、結果余計な手間がかかってしまった学習できないビーバー脳であった。立体工場のジップラインの見直しついでに上に登れる階段を建設。下の倉庫から取り出して、上からぶん投げ工法すれば作業効率良さそう。植林地部分の工事も始まり、今回はちゃんと足場も考えて設計させていただきました。水道橋に地形ブロックで突出した部分を作り、そこから突出部と橋でクレーン作業できる設計。これなら割とサクッと建設終わるかな？だな。夏草や、つわものどもが、夢の後。毛がビーバー44匹、まあ再開発でビーバーも100匹ほど増えたので影響なし。ビーバー倉庫の下水道の開通だー。微妙に水が溜まってて本当に密閉できてるか怪しい水路。エアロック関連ミスってるかと心配してたけど問題なく下水を隔離してマップ外に排出できそう。排水確認、よーし。貯水もしっかり溜まって綺麗に緑地化できましたー。いやこの部分緑地化できてねえぞ。なんてこった。てなわけで少し拡張よろしく。足場とか作らぬ手抜き設計。いつかできりゃいいんだよ。適当だな。汚水機が来るぞー。今回は汚水機か、自動化設定移設してたからしっかり確認しないとだぞ。なーにこのビーバー歴1000時間超えの私が設定を誤るなどあろうはずがあるまい。いやいっつもやらかしてんだろ。てへ。なお下降の貯水状態はこんな感じ。綺麗な水を一滴も漏らさず、いい感じに循環できております。初期に作ったずるっぽい注水装置をそろそろ卒業しようかと注水装置を停止。周りに水場があるからそれほど影響出ないかな？さて自動化見直ししたことだし、ちゃんと設定できてるか湧き水周りを視察っと。下水チェック、よーし。ビーバー倉庫は小型自動ポンプも自動停止して下水も流れてる。ここも問題なーし。ちょい複雑な形だったがうまく稼働できたようだな。一安心。しまった、下降の湧き水下水の貯水バルブの開放設定を忘れてた。ああ少し汚水がポンプ側に溜まっちまってるぞ。自動化設定、確認よーし。よーしと指差し確認しているが、実はオフとオンの設定が逆である。水道橋へ水を供給してる小型ポンプの設定を、汚水混じってても流れるように変更。多少汚水混じりになるけど少しくらいなら希釈されるので問題なし。毛がビーバー多すぎ問題に対応するため医療ベッドを大量増設。ここは食料や水も近くにあるから療養するにはうってつけの場所だぜ。花火ランチャーに花火をセットする労力が結構かかりそうだったので、追加でジップラインの駅も少し追加しました。花火を駅前にお取り寄せ。おっとこの部分段差で緑地化できてないね。サクッと削って処理しましょ。細かい修正入りまーす。下水動力のパワーを得て、動力9万いったどー。中途半端な下水工事しかしてないが、それなりに動力出てるな。あ、水生農家さんの作物が汚染で枯れてる。もう何回目だよこの農家さんに迷惑かけるの。
逆流防止用に作った貯水バルブ開放するの忘れてました。安定のやらかし汚水の水位が下がったことで汚染の滲みが無事解消されました。すまんな農家さん、申し訳ないけどもう一度植え直してくれ。自動化気象観測所が完成したぞー。天文台の完成が遅れてたがやっと完成。なお下の階層のメモリーは選択しにくいので結局使わず。押しにくい。てなわけでこちらの天文台は解体となります。しかも化学ポイントいらん。余った蒸気エンジンの動力はメリーゴーランドを立てて使うことにしました。手前の空いたスペースには墓地専用の小屋が用意された。で工事中手前の川の水位が低いなぁと思ったら、川掘った際に地下水路と繋がったことが原因と判明し処置。互いに見つめ合う暇そうなビーバー。これはもう完全に恋が芽生えちまうやつだ。そして定時ダッシュで夜の街へ。今夜もコビーバーが増えそうだ。平和あれもしかして汚水がっつり漏れ出してる汚水期になり3日が経過し、やっと異変に気づいたレイム。そう、自動化設定はミスってなかったけどオンオフの設定反対だったいわゆるやっても歌である。設定変更、コピペで修正だ。原因は解明されたがいささか気づきが遅すぎた。ぐぬぬぬぬー、広範囲を緑化するための水道橋が広範囲に汚水をばらまく3時に、メインの貯水湖がピンチ。緊急措置だ、堤防を崩して少しでもマップ外に汚水を流すぞ。貯水湖の近くだからどれだけ効果があるかは不明。きたー、ねえ、水汚水に飛び込み作業するビーバー、二次災害にならなきゃいいけど。さて昨晩は暇ビーバー多発してたし、水道橋花火計画も実行に移しましょ。既存の花火ランチャーの水平化工事も一段落ついた模様。そうだ水道橋浄化のために、堤防崩して河口の水をポンプで送りましょ。用水用のパイプの中が汚水でびっしり。やったー、汚水のやらかしを葉っぱで発散だこっちの水道橋の最初のコンセプトは、元の地形を残しつつ緑地化だったのにもう完全に無視してやがる。パイプの浄化を確認中、パイプの浄化を確認中。翌朝。だいぶ薄くなったからもうしばらくしたら綺麗になるかな？除染のため貯水湖に汚水ポンプ建設。なお入り口の向きを間違えたのでこのままでは入れません。ふわてか少し工数かかるけど動力余ってるし、自動で汚水だけ汲み出すシステムも導入。自動ポンプは何気に除染用の施設に使っても便利だぜ。しかしこれは久々に痛いやらかしだねまあやっちまったもんは仕方ねえ。地道に除染するしかねえぜ。斜めにクロスして飛ぶ花火の実験用に花火ランチャー追加。この手の花火も日本の花火大会だとよくあるよな。無職ビーバー増加に伴い、運搬員の拠点を増しまーし。100匹近く増えたビーバーが一気に成人した模様。水道橋の除染が終わり堤防を再構築。病気になるビーバーも出ず無事苦境を乗り越えました。用水用パイプの堤防の修繕もよろ。つかぶっちゃけそれ密閉する意味ねえと思うぞ。そうかも。次回にでも修正せい。あいいよ。除染用の自動ポンプが稼働したぞー。だがすでに貯水湖で希釈されほぼ安全な水になっているけん。まあちょっとだけでも綺麗になるんだからよしってことで。ないよりかはマシな産物。で汚水期最終日、ほぼ汚水の影響を取り除くことができました。緑地化もなんだかんだであとここら辺くらいで終わりそうだ。50サイクルまでにはここも緑地化するぞー。50サイクルで綺麗に最終回にできそうだ。いのー、ちの水。長く感じた汚水期7日間が終了。それでは汚水期明けの祝いの葉っぱ不要な部分を崩落させてビーバー増庫の拡張完了。ご覧ください、このずらりと並んだ美しい花火ランチャー群を。自動化設定も新しくなったし、今夜の花火大会が楽しみだぜ。今日は祝いだ、勤務時間も短くしてあげよう。ビーバーたちが遊んでる間も汚水期明けの自動化動作はチェック。汚水期明けの排水待ちタイマーが、6時間だと長いっぽいので2時間に調整してる様子。てかこっちの小型自動ポンプ汚水で詰まっとるやないかーい。貯水バルブの自動化設定に汚水排水待ちタイマーを付け忘れたのず。自動化は安定させるまでほんと一苦労だよ。そんな私の隠れた苦労を横目に、ビーバー性を謳歌するビーバー。娯楽施設はあるのに忙しすぎて遊べなかったビーバーたちが、ここぞとばかりにフィーバーしております。北条の広間プラス娯楽の時間を得たことでビーバーたちの幸福度もうなぎ登り。ビーバーたちはかつてない幸福を手に入れた。噴水の保養地も大盛況。まったりくつろぐ愛らしいビーバー。湖の上の町も大にぎわい。
怪我で療養中のビーバー、せっかくの休みなのに遊べずかわいそう。まあまた気が向いたら半休にするよ。また最高値更新、これが自由を得たビーバー。その結果、幸福度が70まで上昇しましたちらっと見た感じ、キャンプファイヤー尻尾のスタンプメリーゴーランドと沼場をもう少し増やしても良さそうだ。まあ休暇は花火大会までだから適当で。おい。花火フェスティバル。一つミスってるけどクロスしてる花火も成功。タイマー設定も意図した通りに起動して、連続して花火が打ち出された。でもう終わり？全体を通しての感想。微妙？こりゃまだまだ改善の余地ありだね。だな。では小型自動ポンプを使った湧き水制御と花火の新しい可能性を見出したところで今回はここまで。花火の制御面白そうじゃんと思っていただけたら、チャンネル登録ハイプグッドボタン、よろしくお願いいたします。嬉しいです。噴水周りの再開発もほぼ完了し花火遊びに夢中なレイム。でも最終回予定の50サイクルまでまだ7サイクルもあるぞ。この後一体何を作っていくのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。ジェンバーボーン。面倒で見て見ぬふりしてた自動化関連施設を移動してついでに噴水周りの再開発も完了させた我らがビーバー。花火も自動化強化で頭悪そうな感じに大規模修繕。やっはー、今回もビーバーの街を開発するぞー。で現在はお水木明けの花火大会の翌日。43サイクルに突入、実績解除の目標の50サイクルまでが長え。そうコメント欄で PC 重そうと心配されるお声をいただいたので右下にこっそり FPS 表示追加しました。まずは前回生成物の生産自動化しようとして忘れてたので、そのためのメモリーとカウンターを牽制閲。思い出した時にやらないとすぐに忘れる。これが悲しきビーバー脳の差が。さて今回はこの辺り一帯を緑地化して、マップの完全緑地化を完了させちゃいますかね。これをどう緑地化するかが匠の腕の見せ所だぜ。前回止めたずるっぽい放水場の水が枯れ、この辺りも緑地のラインが判明しました。昔は役立ってたけど今となっては正直どうでもいい存在。おっとメープル植林忘れてた。食料もアホほどあるから問題ねえが、メープルだけ在庫がほぼねえぜ。などとやってる間に、水だばー。水路いじりすぎてもう設定ガバガバになってんな。微調整しまっしゅ。それでは盛大に改修工事だ。この辺全部ぶっ壊せー。長らくビーバーたちの食卓を支えてくれたずるっぽい農園よさらば。ヒーハー、すべてを破壊しありったけの食料を奪い取れ。好きなだけ食べていいぞ。ビーバー、ずらー。ひっそりと続けてる。昔間違えて掘った下水道の埋め立て工事があと少しで終わりそう。ここの工事だけはほんと終わらんな。前回の汚染流出事故の除染用のポンプの様子を見たら、まだ少し動いておりました。赤く染まった液体はもう下流に流れちまったかな？てなわけで下流でも除染しようかと考えたけど汚染度がゼロだったのでやめときました。全部希釈されて無害になった模様。などと街を巡回してる間に農地の撤去作業が完了。建設作業員がアホほどいるから、この手の作業はだいたい1日で終わっちまうぜ。水生農家さんの湧き水、現状でも下流に流せて無駄なく使えてるけど、小型ポンプで揚水すればもっと有効活用できそうだし、これで爆薬工場周りを緑地化しようかななどと周囲を観察してたら前回掘った水路の影響で周囲が溢れておった。ダメじゃねえか。そんなわけで水路の調整&水生農家さんの池拡張をします。こんな感じでおなしゃーす。そこ天然の地下水路があって、微妙に水の流れがわかりづらいんだよな。いい機会なので消し飛ばします。ここも高低差が一段高くて、緑地化の妨げになりそうだから整地しましょ。そうなると運搬員の拠点が邪魔だな。適当にビーバー倉庫の前に移転で。左遷？まあいつも荷物運んでて拠点使ってないから多分気づきもしないよ。ひゃっはー、農地の面影一つなくばっはじゃー。深夜でビーバーたちの動きも少ないのに盛大にラグっております。これで水の流れも見やすくなったよ。そして水生農家さんの池の水が下水に吸い込まれてるのず。やっちまったぜ。おい。とりあえずダッシュで堤防よろ。マジで問題が絶えない下水道だな。全部お前のやらかしだけど。てへ。水路の調整が終わったのでなんとなくこちらの農場ちょびっとだけ拡張。ここは近所に住んでるビーバーのために、生で食べれる人参やひまわりを育てております。移設が進んだので運搬員の拠点を撤去。別名ひまビーバー収容所、仕事優先度最下位の職場である。
さあ皆の者を、瓦礫を運べー。数珠つなぎのビーバー。これだけビーバーが集まると1倍速でも結構重くなる。ビーバー、ずらー。水も食料も余裕あるから、もっとビーバー増やしたいけどどうしよう。撮影時間との戦いになりそう。水路をさらに掘り進めて水汲みポンプの水路と合流だー。そして河口と繋がる地下水路への流れが良くなりすぎて、隣の湖の水位が低くなっちゃったけん。こりゃ調整用の水門完成するまで、当分川辺の保養地使用不可だ。さあせーん。汚水期明け4日の深夜、今更ながら前回の汚染事故で水道橋の水門を閉めてたことを思い出し解放。がっつり溢れる前に気づいてよかったな。お前ら、暇そうやなおいちょっと待て、なんか奥が青くなってんだが。ああこりゃ開け忘れてた水門の影響かな？水だばー。ウェーブを刻む水の流れが幻想的で、なんかちょっと得した気分になった。さて暇ビーバーたちのために新たな工事の発注、汚水爆薬工場周りの緑地化をするぞおお。てなわけで水道橋の要領で屋上を水性農家にして、地形ブロックの柱を使い下を緑化しようと計画。水を溜める方法は小型ポンプで湧き水の用水でいけそうだな。でも見た目が脱製からやめたー。今回もうちのレイムさんは情緒不安定。まあ下の汚水施設見えなくなるの景観的に微妙かもな。爆薬工場周りの緑化の方法がまとまらなかったので、とりあえず先にこちらを平坦化することにしました。地味に緑化の邪魔をする一段の段差。でもここ壊すと奥の水源のポンプの動力が途切れるので、シャフトをがっつり工事することに。こんな感じでおなしゃーす。こっそり天然地下水路のエアロック工事も発注しとる。そこは蒸発防止に埋めるか悩み中。はい瓦礫の撤去と板の運搬お願いしまーす。ビーバー、ずらー。爆薬の倉庫も空にしなきゃ。これだけ設置すれば爆薬の倉庫も片付くかな？湧き水周りの植林場の高さと同じになるから、植林地拡張もできそうだ。やっはー、爆薬の在庫処分セールだ。好きなだけ運び出せー。ビーバー、ずらー。爆薬運搬バージョン。っていうかビーバーたち作業早すぎん。50サイクルまでまだ7サイクルもあるのにこのペースで仕事されると。前回の北条の広間効果で仕事速度も上がってそう。再開発のためお気に入りだった農夫の像を撤去。出勤前に職場を潰すのず。ビーバーを巻き込まないように注意しつつ葉っぱ段差を解消したことで周辺の緑が綺麗に広がった。ここらで一丁重たい作業を発注するぞ。ってことでワンダーこと地球再生機の建設を計画。ワンダー3つ発動の実績解除の布石でもある。ワンダー作るならジップライン整備した方がいいかな？ってことで作業効率アップを狙って駅を少し整理。こんな感じでおなしゃーす。なおダイナマイト設置している場所には水を張り、ワンダーの下に甲骨の花が咲くデザインが予定されています。さあワンダー3つの大仕事の始まりだ。皆の者心してかかれー。爆弾ビーバー、再びずらー。今回はハートの形になるように工夫を凝らして葉っぱだー。しかし工夫したところでラグがひどくて結局微妙な感じになった。糸かなし。ワンダーの水性農家の水は下の水性農家さんのところに循環するように貯水バルブで調整します。貯水バルブマジ便利。緑化工事のため夜中にこっそり爆薬工場を撤去。朝起きたら職場がねえ。この町のビーバーあるあるである。はい工場再建のためにキリキリ働けー。朝っぱらからに運びさせられるビーバー。で爆薬工場周りの緑化は、ここに小型自動ポンプを設置して揚水します。水圧も減って湧き水も汲み放題。温暖な気候の間に上に組んどいて、災害時にはワンダー方面の貯水バルブから注水する予定。小型ポンプは自動化で温暖な気候の時だけ動く設定。水路はこんな感じでおなしゃーす。さあビーバーよキリキリ働けー。ってもう終わりそうだと？めちゃくちゃ作業の早いビーバー。翌日には水路掘削のダイナマイトの設置を完了させた。爆破に巻き込まれてくれるなよ、葉っぱややお亡くなりになりそうだった奴がいたが、ギリセーフで水路掘削作業が完了。では水路の上に爆薬工場を再建。ってこれじゃせっかく水路作ったのに見えんやないかーい。悲しい一人ボケツッコミ。てなわけで水路はなるべく塞がず、水路が見えるデザインかつ効率も考えてレイアウトを模索。下の薄いポンプが隠れちゃうけど、これは致し方なしかな。原料が近い方が何かと効率いいし、妥協点としてはそこまで悪くないぜ。
こんな感じになりそうろ。上を水性農家にする原案より、小規模な工事で終わりそうだ。爆薬工場の生産物は、製粉所下の予備倉庫に今後は保管しましょ。火災事故が起きたら粉塵爆破で偉いことになりそう。さあビーバーたちよ仕事の時間だ。この程度の工事、秒で片付けてしまえ。お気に入りだった労働者の像の再建も頼んだぜ。シャフトを埋没させるための偽造ハッパー。工場に繋がる動力の確保。工数削減のため通常シャフトの上に足場、さらにその上に土砂ブロックの工法を採用。夜中にやるなよミニキーだろ。ごめんちゃい。やっちまったー。小型自動ポンプに動力つなぎ忘れた。夜中にやるからミスんだよ。下打ちすな。仕方がない。壊してから掘削して修正しますか。このせいで爆薬工場の操業再開に遅れが出た。こっちの方も動力の接続工事に手間取り中。工数増えてでも意味なく埋める謎のこだわり。防水パワーシャフトはこういうところも水を通さず、いい感じに埋められていいね。なくても平気だけどあると便利って感じ。ワンダー予定地下の水性農家用の新しい池が、下水道に通じる穴と繋がってるので水が来る前に埋めましょ。などと考えてたくせに早々に水が流れてきちゃったけん。ファット？なぜこんなことに？そりゃまあ、お前がそこに穴開けたからだろ。そうでした。小型自動ポンプから揚水されて緑化してく様子を映しながら気持ちよく歌うつもりだったのに。命の水。こら私の歌取らないでよ。へへ。畜生、水が流れ込む前にバルブ閉めときゃいい感じの緑化が撮影できたのに。後の祭り。トラブルこそあったもののワンダー建設のため測量開始。ワンダー2つ同時進行はさすがに重い。ビーバーたちでも観光まで時間が必要だな。こんな感じでおなしゃーす。歯車4000と加工板4000、金属ブロック3000、在庫は足りるが後が大変そうだ。実績解除にはもう多分1機必要。ワンダー部分は突出部でかさ上げ設計、下には予定通り高骨を植えます。見えにくい場所にこっそりガマも追加で植えた。サボってるビーバーをなじりに来たら、花火の在庫がないことに気づいたのず。前回アホほど花火ランチャー追加した上に、花火連射もやっといて今更だな。花火で思い出した、リレーのアンドに追加でタイマーのランダム追加したら面白そうだと考えてたんだよ。花火のランダム打ち上げ、確かに楽しそうだ。サビ山でご飯食べれず上に苦しむビーバー。そんな無理せんでもいいからお家にお帰り。ワンダー2機同時となるとさすがに作業量がやばいね。小型自動ポンプに動力が来たどー。事故ですでに水路に水が入ってるのでこれといった感動はなし。それは忘れて。無理？ワンダー建設予定地に一足お先に喜びの泉が完成。その背後ではものすごい数のビーバー、ずらー。めっちゃ歯車しております。ビーバー密度が高すぎ、何匹か合体してそう。ややきもし。さてビーバーたちが頑張ってる間に、私もタイマー設定のテスト頑張りますか。ランダム起動後のリセット条件がいまいちわからん。消えないこともあるしこれもランダムなのか？建設開始2日目、右ワンダーでトントン作業が始まりました。よく見るとコネコネ作業してるビーバーもいて可愛いぜ。ビーバーハリケーン。ビーバーハリケーンとは螺旋階段を勢いよく回ることで上昇気流を起こし、竜巻を起こす技である。でも帰るとき逆回転するので竜巻は出ません。そして翌日6日間の寒気が到来。ワンダー建設だけで終わりそうな短さ。で生成物の生産自動化設定のついでに、汚水ポンプの稼働条件も細かく設定。普通に設定忘れてたビーバーの王。中央の汚水ポンプは温暖な気候かつ、汚水の在庫量が少ない時だけ動くように改善されました。ネオビーバーハリケーン。鉄骨を軽々片手で担ぐビーバーの群れ、これに巻き込まれたらひき肉になります。怖いよ。でもビーバーハリケーンのおかげで物資の搬入が4日程度でほぼ終わったよ。あとはトントンコネコネするだけだぜ。レフトサイドビーバーハリケーン。今日は左側だと？この画面のビーバーの数を数えられた君は、野鳥の会の名誉会員だ。野鳥の会でも無理だ。そして資材の大半を運んだところで、ジップライン繋ぐの忘れてたのに気づいたのず。安定のやらかし。花火の在庫が回復しきってないので、次回の花火大会は花火の連射はなしでお願いしまーす。コピペできるとはいえ設定するのがマジでめんどくせえ。ワンダー建設中暇だったので、花火の打ち上げ実験で暇つぶしよし花火。手動レバーを使いどんな種類があるかを見ております。冠しろ。それではもう一丁。
魚に見えぬ。尾びれかな？でやし花火が気に入ったので、次の花火大会ではこれをランダムにしましょ。だがこの設定を横全部に適用するとランダム一斉発射になるので、ランダムと呼んでいいかわからない感じになる。細かい設定はそのうちで。特技、問題は棚上げ。ここ緑地化できてないじゃないか。修正。細かい調整入りまーす。ジップライン邪魔で爆薬置けないからトンネルで掘れ。ここも片付いてるし爆破して緑化しましょ。もう今回で緑化終わっちまいそうだ。さあ我が精鋭よ、今日も楽しいワンダー建設作業に励むのだ。建設開始から6日目なのに、もう50まで作業進んどる。左側はまだ資材搬入も終わってないから、さすがに換気中には終わらないかな？残り3日じゃさすがに無理だろ。ワンダー建設中に悪いけどここ緑化できてないから、この部分池広げてちっぽけな緑化に無駄に工数かけるなよ。見て見ぬふりしてたけどここも水合ってないから、がっつり盛り土もよろしく。ワンダー建設中だろうとも大規模工事依頼する鬼畜。左側でもトントン作業が始まりました。ワンダーが2つ並んで立つ姿、フォークテールでは初のシーンだな。で見て見ぬふりしてた水道橋の盛り土工事は、作業用のジップラインの建設をしております。超遠回り建設。一つずつ埋めるのは時間がかかる。足場を作って一気に作るぞー。と意気込んだ結果がこれですよ。手前にビーバーが侵入しないように、盛り土先に進めたのに入り込んじゃったか。上から足場作ろうと横着するからそうなるんだよ。いのー、ちのみずー。6日間の短い換気が終わった。今仲間が助けに来るぞー。だが閉じ込めたのもその仲間たちであることを忘れてはいけない。面倒で長らく放置してたけどいざやってみると割とサクッと追加盛り土終わりそうな予感。スイミングビーバー、ずらー。一匹助けたら一匹閉じ込められとるやないかーい。仲間が救助されるまで床下で立ち泳ぎ、お疲れ様でした。そして救助完了に安堵して、まだ建設終わってないのにうっかり足場を解体しちゃったのず。ダメじゃねえか。ここも一つずつ埋めるの時間かかりそうだから足場組みましょう。効率重視。てなわけでこんな感じの足場で、みんなで一斉に埋め立てよろ。これなら作業もサクサク進むぜ。これをもって、このマップの全ての緑地化が完成だー。画面ガックガクで閉まらねえが、ようやく緑地化が完了だぜ。上から見ても問題なし、ミッションコンプリート。足場完成してないのに外周から工事してる。足場できる前に完成しそう疑惑。おいこの部分緑化できてねえぞ。そこはデリケートゾーンです。ああ？最後は花火大会を開催して今回の締めにしたかったのに。一時停止で画面を回転させてごまかす霊虫。ランダム花火の結果がわからん。一応ランダムの2発目は発射された模様。てか開催時間を短く設定しすぎだね。そのあたりも逐次改善だな。花火大会が微妙だったのでお詫びにもう一発。見切れてんじゃねえか。オフ？一発撮りで花火の撮影は正直厳しいかも。花火だけセーブ&ロードあり解禁にするか。ではワンダー2機を建設しつつマップの完全緑地化が完成したところで。いや待てここ緑地化できてねえし。次回まで覚えてられるか怪しいのでハッパー。うちのレイムさんのビーバー脳はくるみサイズなので、大体のことは翌日には忘れてしまう残念脳です。これで緑地化完成した、はず？疑問系。ではいい感じに緑地化できた爆薬工場&汚水ポンプ周りを見つつ今回はここまで。緑地化完了おめでとうと思っていただけたら、チャンネル登録ハイプグッドボタン、よろしくお願いいたします。励みになります。マップの完全緑地化が完了したレイム。次の目標はワンダー3機の実績解除。と言ってる間にすでに1機完成。このペースであと6サイクル何を作ればいいのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。ジェンバーボーン。ワンダー3つ同時起動の実績解除のために起動時にワンダーの建設を始めた我らがビーバー。細かい治水工事を経てマップ全体の緑地化も完了。さあこの緑の大地にビーバーの楽園を築いていくぞー。でただいま花火大会の翌日、44サイクル目となりました。緑化は終わったがやや空き地が目立つ。まだまだ伸びしろがある感じだぜ。全体は、こんな感じになりそうろー。おいちょっと待て、ここ緑化できてねえじゃねえか。コメント欄でもツッコミされておりました。こちらはセンシティブなスポットで水位が上がれば緑化されます。多分。
多分かよ。放っておいても大丈夫そうだけど、ちょうどワンダーのところが溢れ気味だったのでこの水も流しましょ。有効活用。てなわけでここに水路をダーッとよろ。細かい調整入りまーす。お前、暇そうやなぁ。こらビーバーをなじるな。あ、そうだ、花火大会の時間延長しようとして忘れてた。25分だけだった花火大会が一気に2時間に延長された。水だばー。前回貯水バルブに変えたのに結局またお漏らし。漏らし防止のために追加の堤防で対応。下流のこの段差がちょっとしたことなのに扱いづらいんだよな。ここの隙間が気になる、装飾を追加せよ。今日の親方は細かい景観を整えたい気分な模様。広大になった緑地も、さらに手を加えて仕上げていくぞ。まずはジップラインを整備。でもこの辺りは通勤大変だし、適当に植林で。センシティブなスポットに注水だー。先んじて行った水門の調整も相まって、無事水位が上がり緑化に成功した。ワンダー前が寂しかったのでジップラインと記念碑で総称を置く。向かい合うビーバーの像が愛らしい。ワンダー発動には紙と生成物が必要なので、運搬しやすいようにこちらにお取り寄せ。まあ右側すでに運搬済みだけどな。下打ちすな。ワンダー方面ジップラインとの接続で少しは通勤楽かなと思い、こちらの空き地は農場を建設することにしました。作物は、まあ、適当に植えた。収穫時期がずれて農家さんが苦労する植え方やめ今んところ倉庫いっぱいで収穫すらできないから問題あるめこんな感じでおなしゃーす。無意味な農地拡張、スローライフしたいビーバーにおすすめ。いやスローライフはさせないよ。気が向いたら50サイクルまでにビーバー数千匹チャレンジするよ。しれっとビーバー増殖の下準備が始まった。で高いビーバー密度にも耐えられるようにここはジップラインの乗り換えを強化。通勤ラッシュがすごいことになりそう。前回から続けてた水道橋の追加の盛り土が終わったので、階段を撤去したんだけどここもセンシティブな感じ。小型自動ポンプを1機追加すればもっと水位安定するかな。めんどくせえ、メイン貯水庫から注水じゃあ。手っ取り早くやっちまえの短気な親方。ここの水門回収して貯水バルブ一段高くするのも正解かもね。後ほど経過観察を行うため、こちらにはセンシティブな像を混入いたします。いい加減なくせに緑化だけは謎にこだわる、これがうちのレイムさんだ。空いてたスペースに倉庫&総称を置く。最終回に向けて、細かいところも作り込み。水路の段差が気に入らないので鳴らすぞ。細かい修正入りまーす。さあお前たち、爆薬を持ってキリキリ働けー。ビーバー、ずらー。サボってる奴もいないしいい感じに仕事回ってそうだね。通過2期目のワンダーの建設も佳境に入ってるしそれなりに忙しいんじゃねえかな。あとはトントン 10% くらいだし、この調子なら明日には完成するね。新しいお仕事準備しないとだな。さて今まで頑張ってくれたビーバーたちに報いるため全体の幸福度をチェック。相変わらず遊ぶ時間が足りてないだけで、大体のもんは足りてるな。微妙に足りてない農夫の像を噴水裏に設置。こっそり改善。水路の段差が気になるんじゃー。元天然の地下水路、もはや面影なし。周りの再開発が進み、ドーム庭園の存在が浮いてしまっているので夜中にこっそり撤去。夜中にやるなよミニキーだろ。さあせーん。てかジップライン通すのにも邪魔だったんだよ。撤去は夜中にやってもラインの接続は早朝やる。微妙に昼夜を気にして反省したレイムさんの図。先行してたジップライン工事が終わった場所は、メープルの生産地になりました。大体のもんは過剰生産だけどメープルだけは未だ在庫が少ないぜ。ジップラインターミナル横の空き地は、1階を食料用倉庫、2階を屋上テラスにいたしました。水も近いし飲み食いに便利そうだ。その裏には川辺の保養地とシャワーも造成。至れり尽くせり。こんな感じでおなしゃーす。尻尾のスタンプも増量、着実に町の基盤が強固になっております。とかやってるうちにワンダー2期目が完成したぞー。作業担当が横の倉庫からせっせと物資を運んでおります。ワンダー建設終わって、お前ら、暇そうやなー。もう定時なんだからそんなにつついてやるなよ。明日はちょい大きめなお仕事を用意しなければ。やっちまった。やっちまったよ。段差の工業忘れ保養地機能せず、シャワーは貯水バルブが邪魔で一気稼働できず。いとかなし。そんなわけで翌日修正依頼を出しました。その影響で道をつなぐためカバの木並木が一部撤去された。おっとこれは新たなセンシティブポイント。水位が上がれば緑化されそうな感じに見えるな。
よし、道敷いてごまかしとこう。水位が上がるのを待ってられないせっかちな親方。おっとここにもセンシティブなポイントが。河口の貯水が低いとここも緑化が消える模様。ここは水道橋の柱と高さを合わせれば常時緑化可能なので、盛り土して微調整します。水道橋の柱は水が染みてるので広範囲を緑化可能。前から気にはなってたんだけど、これわざわざパイプ状にしなくてもよくね？水道橋へ用水する小型自動ポンプ、湧き水を汲み続けるためには必要です。だというのに気にせず撤去する、当初の目的を忘れたビーバー脳であった。ほえ？水道橋の下には栗の木の栽培をお願いしまーす。ビーバー大繁殖に備えて栗も大規模栽培だぜ。壊したまますっかり忘れてたドーム庭園を噴水裏に増しまーし。いい感じのシンメトリー。この一等地に建設作業員の小屋はいかがなものか。工場に資材取りに行くのには便利だけどここである必要はないかな？よし現在の建設作業員の小屋は52件、まとめて建設会社本社にするぞ。新社屋を建設だ。デザインは水道橋の柱を起点に螺旋階段を使ったものを採用。最初は1階部分も建設作業員の小屋にしようと思ってたんだけど気がついたら倉庫設置しとった。作業員の小屋集約するために始めたのに、そのコンセプトを忘れてしまう安定のビーバー脳。とりあえず、こんな感じでおなしゃーす。手前側も工事予定だが一気に潰すと建てるやつがいなくなっちまうので部分工事で開始。自分の働く場所は自分で作るんだよ。さあお仕事の時間だよ。倉庫も増えて各種建材もよりどりみどり、効率良い職場になりそうだ。気がついたらドーム庭園も完成してたので追加で隣に泥場やサウナも増しまーし。各種施設が充実するビーバーの住みたい地区ナンバーワン。集合住宅下の診療所周りにもこっそり色々設置。施設ギッチギチ、ギッチギチやで。いろんなところで同時進行してるけど割と作業員集まっております。ビーバー、ややづらー。ビーバー建設会社の裏で多くを植林。本社裏で育て伐採した丸太を建設現場へ運ぶ革新的な取り組み。2日ほどである程度できてきたので、手前側も改修工事始めまーす。明日は間違えず新社屋に出勤してください。それなりに時間かけてデザインしたのに、それほど建物増えてないけん。立体的に積み上げたわけじゃないからまあそうなるわな。美しく仕上がるなら OK。よし建設に取り掛かれー。新社屋建設、いつもよりやる気がみなぎって見えます。ビーバー、ずらー。そして調子こいて建設しまくった結果、丸太と板が枯渇して瓦礫をせっせと集める日々に、ワンダー建設で歯車や加工板もかなり使ったから、その補充の生産にかなり持ってかれてるしな。職場は十分に確保されている。ここも瓦礫にして再利用だー。一等地ゲット。新しくできた農家さんが初収穫。だが足場がないと作れない屋根部分は未だに完成。ビーバーがはまらないように注意しつつ完成させます。夜には気づかなかったがここもセンシティブ。水路の水位が低いな。一滴も漏れてないはずなのになぜ？実はボンミスなのだがこの時はまだ気づいていないのであった。ビーバー建設会社本社が完成だー。建設開始から3日、設計は面倒だが建設が始まればあっという間だったぜ。なお、空き職場が約100もあるので即日リストラされました。ひでえ。ワンダーも物資の搬入が終わったので一時停止。労働力10匹確保。お前ら、新社屋でも、暇そうやなー。板の在庫は復活したけど丸太が少ないので大規模工事するのも難しい状況。この滝がたくさん見えるアングルで花火大会やりたいから、この辺にもう一機ワンダー作ろうかな。そこなら花火の邪魔にはならないかな。小型自動ポンプを使って池を作り、その上にワンダーを建てるデザインを採用。土台の主な建材は土砂。これなら土台建設はサクッとできそうだな。いや建設するための足場が結構ヤバい系でして。これは明らかにビーバーハマるやつ。まあハマったら夜壊して救助するよ。ではこんな感じでおなしゃーす。これでワンダー3機同時稼働の実績解除も目処が立ったな。さあ動けー。お楽しみのお仕事タイムだー。ビーバー、ずらー。上の足場は建設に時間がかかる。まずは水中から攻略するのだ。水中ビーバー、ずらー。などとワンダー土台を建設しつつ、遠くの空き地の植林も同時進行。建設現場が遠くて地味に面倒な工事。こちらには未来の食糧難に備えて大量の栗の木を植林します。植えた後は収穫のみなので管理が楽。こんな感じでおなしゃーす。広大な面積が一気に栗農園になるぜ。
マップ端っこまで収穫しに行くのは効率悪そうだけど、最終的には無色で溢れるだろうしまあ平気かな。混入したセンシティブな像を確認したら、ちゃんと緑化されておりました。寒気が来たらまたカッサカサになるかな。ビーバーがはまらないように注意して建設してたけど、やっぱりはまっちまいました。はまる前に建設を一時停止しようと構えてたのに、FPS が落ちて対応しきれなかったのず。まあ夕飯食いっぱぐれたビーバーが2匹出ただけなので問題なし。はめられたビーバーは内心ぶち切れてそうだけどな。お水域が来るぞ今回はお水域か。6日だけだから楽勝だな。一応念のために湧き水を確認してたら、一箇所だけがっつり水が流れてるんですけど、安定のボンミスここの貯水バルブ止めれば、一応排水は止められるんだけど、問題はこっち、ここを水門で作っちゃったがゆえに、上から水が流れ込んでるんだよ。パニックになってるレイム氏、さっきの貯水バルブを閉めると上から汚水が溢れ出ると勘違いしています。実際は排水が止まれば水圧で湧き水は止まるので、大量の水を捨てる必要はなかったのであった。っていうか河口の貯水池が今まで満水にならなかったのってこれが原因か、ここも貯水バルブに支給作り直すのだこうして数サイクルに及ぶやらかしに気づき、大急ぎで修正工事を始めたレイムであった。刻一刻と水が排水される、足場作ってる暇などない、汚水防壁を破壊して道を作れものすごい勢いで命の水が。作業中のビーバーが中に吸い込まれないか心配なレベルで草。こりゃいかん、怒りの24時間労働だここの工事が終わるまで家には帰さんぞ。そういやこういったダムの穴から排水する構造、朝顔型洪水履きっていうやつに似てるな。今は自動化も細かくできるから、朝顔型洪水履きのダムもやろうと思えばできそうだね。深夜になったけどなんとか即日修復完了。お疲れ様でした。無事汚水のみ排水する形に戻りました。これで普通の開発に戻れるぜ。てなわけで建設会社隣の空き地でメープルを増産。しっかし丸太と板がねえから開発するのが厳しいぜ。板不足の理由は歯車と加工板なので、歯車の方を一旦生産中止させましょ。夜中にこっそり生産量調整。ワンダー土台もほぼ完成してるので足場を撤去。この瓦礫を使えば当面の板不足もしのげるかな。瓦礫といえど貴重な資材だ。丁寧に運搬するのだビーバー、ずらー。せっかく修正工事したのに水位結局下がっちゃったよ。どんまい。そして水位が下がったことで気づく、森番さん、そこ本来水没するエリアでーす。せっせと植えてくれてるのにすまんな、そこ沈むから枯れるんだわ。てなわけでこちらの範囲は植林取り消しです。詰め所は上にあったので水没しなかったのが唯一の救い。などと色々やらかしたものの、汚水域であってもメイン貯水湖は未だ余裕の満水。水道橋の水が循環しております。マップ右端も栗の木を植林。今回だけでかなり栗の生産面積が増えたぜ。新しい農家さん収穫間に合ってないので立て増し。追加した倉庫を食料で満たすのだ。それでは3期目のワンダー、建設開始だ加工した板と鉄がやや足りてないが、この程度なら建設中に追加生産で間に合いそうだな。さあ本社で暇してるビーバーたちよ、ワンダー建設現場までダッシュ。現場に急行するビーバー、ずらー。仲間の体にめり込みつつ資材を運び込むのだ気持ち悪いレベルで、ビーバー、ずらー。画面右端の高低差高い部分、景観を損ねるので植林してなかったけど、背の低いベリーなら OK と気づき植林。今回は植樹祭りだな。はい、栗の木植え終わった森番、お前らは用済みだ。別の場所で働けー。さらばのんびり湖を眺める日々。さてお水期明けまでワンダーの建設現場でも眺めて、のんびり過ごそうかねー。まあ放っときゃ次のサイクルには完成するかな。そしてお水期終了1日前に気づいてしまう。花火の設定色々試そうと思ってたけど忘れてたことに。気づくの、おっせー。ここは住宅地にするつもりだったけどスターマインの実験に使うぞ。花火ランチャーの設置を急げ。花火大会は明日、どこまでやれるかな。建設会社本社建設時にある程度自動化装置は作ってあるので、これ使ってランダムに発射する仕組みを組みます。そして手動で設定するのがマジでめんどい。嘆きの25倍速再生でお送りしております。花火ランチャーの設置は順調に進んでるようだね。運搬員も協力して花火運んできてくれてるから、花火大会当日にはなんとか間に合いそうだな。
花火が満タンに充填されたので単発じゃなくて連続に変更。今回は飛距離と花火の種類を変更して、割とランダムな感じで撃ちまくる設定となっております。下でクロスする花火もリレーとタイマーでランダムに再度発射される感じにしてみましょ。花火大会の時間を延長したから、一発だけだと味気ないぜ。今日も一日、お疲れしたー。明日に備えて英気を養ってね。明日はお楽しみの花火大会だぜ。いのー、ちのみー。おい花火が勝手に暴発してるぞ。また新しい芸風増やしやがって。芸じゃないよ、普通に事故だよ。原因はリレーを介せずそのままランダムタイマーを自動化に組み込んでいたことでした。そしてこの後最終調整が行われ、花火大会が始まるのであった。白麗建設主催、スターマインをご承覧くださいませー。しれっとビーバーたちの会社乗っ取ってる？ちょっと一点集中しすぎて、打ちすぎな感じになっちゃってるかな？実際の花火大会だともっと高低差あるスターマインの方が主流かな？こうやって見るとクロスの花火も長すぎて少しバランスが悪いね。ガチめの花火大会するならまだまだ改善の余地がたくさんありそうだ。最終回はワンダー3期連動の花火大会やろうと思ってたけど、花火のサイズも小さいからこれ以上遠いアングル撮影だと、花火がしょぼくなるから花火はもっと近距離の方が映えそう。通過ビーバー数千も目指すなら普通に殴って花火撃てない説もあるぞ。やるならガチ花火大会は次回がラストチャンスかな？あとおまけで噴水からの一人称視点からのスターマイン。周囲のサウナや川辺の保養地なんかも、花火が綺麗に見えるベストスポットだぜ。そこはかとなくいい感じの実験でございました。では後半へを植林して3期目のワンダーの建設を進めいい感じに花火も楽しんだので今回はここまで。スターマイン、意外とできとるやんと思っていただけたら、ハイプグッドボタンよろしくお願いいたします。私のやる気スイッチです。しれっとビーバー数千も目指し食料生産を始めたレイム、撮影時間が超伸びるあれをまたチャレンジするのか？夏の暑さで PC がやられないか気になる方は、チャンネル登録がおすすめなんだぜ。あ、熱暴走対策で新しい CPU クーラー買ってきました。やる気だけは満々だな。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。ジェンバーボーン。町の一等地にあった建設作業員の小屋を撤去してがっつり建設会社本社を完成させた我らがビーバー。花火大会のために新たに花火ランチャーを作ったら暴発。もっと細かく設定してガチめの花火大会を開催するぞー。でただいま花火大会の翌日、45サイクル目に入りました。ワンダー立て続けに3期目建造中で一部資材が枯渇しております。前回水位が足りず緑化が解除されていた場所は、換気明けでもいい感じに緑を維持できてました。でも多少手動でいじってたし、恒久的に放置できる仕組みにはしたいぜ。てなわけで1機じゃパワー不足だったこちらの小型自動ポンプは、2機体制に増設するぞー。小細工せずに最初からそうしとけよ。いやここ修正工事するにも水が逆流しちゃうから、事前に塞がなきゃで地味に面倒でねー。さいですか。で下流の組み上げてる部分にもポンプを追加っと。小型自動ポンプは2機くらいがちょうどいい有料な模様。でもここの水も汲みすぎるとこの部分が枯れちゃうので困りもの。不人気食品ベリーが枯れちまう。それではサクッと水門修正。ガチで河口の水が少なくなった時はベリーを諦め自動で放水。水に余裕がある時は逆に注水して水位を維持する構造を採用しました。同じく小型ポンプの注水が間に合わない場合に備え、メインの貯水庫にも貯水バルブを補助につけます。ここも解体する前に堤防で塞がなきゃだから、地味に工事がやりにくい場所だな。で隣の池も少しだけ底下げ工事。建材なくてやれること少ねえんだわ。板は1000枚くらいある。よし400枚使ってここに記念碑を建てよう。明らかに今やることじゃねえ。でもやっちゃう。それがうちのレイムさんだ。ただいまのワンダー建設の進捗は金属ブロックは今日中に揃いそうだけど、加工された板があと500枚ほど納品待ち。一応稼働はしてるからこのままでいっか。ワンダー建設急ぐ理由もねえしな。そんなわけで資材製造を待ちつつ、今回はガチめの花火大会を開催するため研究をするぞー。自動化設定で花火の匠を目指すのだ。前回のスターマインの練習で分かったことは、花火が意外と小さいという事実。リアルの3号玉でも直径120メートル、30号玉なんて550メートル、この世界の花火は小さすぎる。ビーバーは直径10メートル程度の花火しか撃てない。よって近づいてみるのが花火を一番楽しめそう。試行した結果、噴水をメイン会場と設定して、花火を打ち上げる筒場を裏の川に建設することにしました。
ランダムだけでは限界があるので、タイマーズラーで時間指定でも打てるように適当に設置。この時点で花火のプログラミングは未定、作ってから考える、花火師失格の暴挙。板なら多少は在庫ある、皮を全部花火ランチャーで埋め尽くすのだもうこれ明らかに板足りねえよ。ないなら作れ。原料の丸太もねえよ。これだけの筒場が用意できればかなりの規模の花火大会になること間違いなーし。なお今年の隅田川の花火は2万発、これでもリアルと比べるまでもないレベルで小規模である。ではこんな感じでおなしゃーす。自動化関連は加工した板も必要なので、まずは足場作ってから追って花火ランチャーも追加工事の予定。そうだ前回クロスする花火の飛距離が長すぎると感じたんだった。これも微調整っと。こうして花火師を目指すレイムの挑戦が始まったのであった。工事初日で板の在庫がほぼ消えました。無駄に記念碑まで立ててたしそりゃそうだわ。しゃあないビーバーたちを暇させるのもあれだし、細かい修正作業でもして待ちますか。だな。前からここの段差が気になってたから平坦化しよっと。この角の部分低くて伐採できねえんだわ。在庫に余裕ある爆薬と土砂でやれることしましょ。いのちの水。こちらの小型ポンプも増設完了。これでセンシティブスポットも一安心だぜ。組みすぎた分はまた加工に戻る仕組みなので、いい感じの循環システムになるといいね。さあ暇ビーバーたちよ、この微妙な段差を平らにするのだそして工事始まってから思う、越水した時のことを考慮して掘るより埋めた方が良かったと。ビーバー、ずらー、しちゃってるのでもう今更工事変更はダメです。憂さ晴らしにチキンレースだ。こらお前、ビーバーの命をなんだと思ってんだ。やったー、命がけの葉っぱだー。しかし葉っぱ開始地点をひよったため全く危険を感じることなく爆破終了。そして新たに生まれたセンシティブなゾーン。いや前回がっつり河口の水放水しちまったから、水位が低いだけかもしれん。ちょびっと盛り土で農地を拡張したりしつつセンシティブなゾーンは様子見。そういやビーバー数千匹も計画中だったな。で様子見の結果、センシティブスポットは水位が上がれば戻ると分かったのでこのままにしました。夜中で見づらい。てなわけでこちらは今まで通り多くを終えて、丸太の生産をなしゃーす。特に何かが改善されたわけではないが、見た目が少しスッキリした。低コストでできる農場の追加をなしゃーす。大量のビーバーを養うため体制を地道に整備。はっぱー、耕作面積を少しでも増やせー。その結果下水道がちら見え。まあ害はないからこのままでよーし。適当だな。生産した板を蓄次投入してるが未だ完成が見えぬ。精鋭の建設ビーバーたちでも資材ゼロじゃどうにもならんぜ。こりゃちと時間が必要だね。微妙な範囲の底下げはっぱー。なおこちらの池は天然の地下水道と繋がっているので、メインの貯水湖から水が流れる限り元々枯れない。今更ながら不人気食品のベリー、こんなにいらなくねと気づいたのず。アイアンティースなら繁殖ポットで使うけど、フォークテールだとマジいらん。やっはー、まっついベリーなんぞハンマーで叩いて地面のシミにしてしまえ暇ビーバー、ずらー。跡地には栗の木が植林されました。なお底辺ビーバーのウプ主は業務スーパーの冷凍ベリーをよく食べるベリー愛好家です。ではお次の暇つぶし、元い、新しいお仕事はこの池の底下げ工事だー。暇つぶしいっちゃってるし、まあ資材ねえとやれること限られるよな。資材待ち。さて続いて前回密閉してたけど、いらないと勘違いして撤去した部分の再構築でもしますか。今回は地形ブロックを使った低コストな設計でよろ。密閉した状態で組み続けないと、湧き水が水圧で止まっちゃうのでこの構造となっております。一応密閉した部分にも小型ポンプ追加して換気中でも組む仕組みも考えたけど、自動化が面倒でやめた。第一波底下げ工事、はっぱー。このビーバー倉庫もかなりの貯水量になりそうだ。次の一撃で綺麗に底下げできそう。だな。てなわけで引き続き爆薬設置よろ。爆薬の在庫ももりもり減っております。運搬員の拠点が邪魔だけどここも農地にするかもなのでちょろっと埋めたーて。細かい。ヒーハー、野郎ども、キリキリ働けー。お願いしてるわけでもないのに自ら志願してサビ残する。ビーバー、ずらー。翌日も早朝ダッシュで現場に急行、急ピッチで作業に勤しむ愛らしいビーバー。作業速度が速すぎてやばいな。資材の生産の方が間に合わなくなってきてるぜ。どうしましょ。
寒気が来るぞー。今回の寒気は9日か、ノーマル難易度にしてはちょい長めだね。次の花火大会の段取りが滞ってるから、私ら的には時間が稼げて悪くないぜ。ある程度土台は完成してるから、なんとか寒気明けの花火大会には間に合うかな？加工した板の生産待ちだけど、ワンダー建設への納品が終われば多分なんとかなるかな？暇ビーバーを出さないために、余ってる地形ブロックを使って何か作れないかと模索中。意地でもビーバーを休ませない、そろそろ動物愛護団体からクレームが来そう。で考えた結果、純度 100% の地形ブロックのプラットフォームを作ることにしました。穴が開いてる部分は埋めてる時に背中合わせになり、建設できなくなるため後工程で埋める予定。足場もなるべく最低限になるように配慮。この場所はビーバー数千匹計画に使う予定、限られた資材でやれるだけやるぞー。数千を収容するにはちと面積が狭い気もするが、タワマンにすればなんとでもなるかな？信じ尽くしてやることなく、ビーバーの作業を眺める日々。この感じだと爆薬設置も1日2日で終わりそう。3機目のワンダーが完成したぞー。これでワンダー3つ同時発動の実績が取れるぜ。まあ最終回は50サイクルを予定してるから発動はそれまで取っときましょ。発動が楽しみだぜ。これで加工された板も余裕ができた。花火ランチャーの建設開始だー。花火大会まであと7日。板も少し余裕ができてきたので、作業効率アップのために足場を追加。この手の作業は上からぶん投げ後方が楽。今更ながら汚染のシミ対策ミスったと気づいたのず。でも薄い気に見た目悪くなるだけだしと問題を棚上げして放置。いつも通りのダメな親方。花火ランチャー、建設開始即日でかなりの量の設置が完了。換気前に余裕で終わりそうな予感。てなわけでこちらの方にも追加増しまーし。アホほどのタイマーとリレー。これ明らかに後で設定地獄が待ってるぞ。知ってる。あたおかの所用。地形ブロック 100% のプラットフォームも、明日には完成しそうな雰囲気。これ支柱間隔が狭くて数が多くなるけど作るのは意外と簡単なんだよな。そして地獄の花火ランチャー設定作業、方位にピッチに飛距離。リアルの花火職人の技術も取り入れ、一つ一つ細かく設定するこだわりのエセ花火職人。実際の花火の動画とか見たら本物はピッチや方位もかなり作り込まれてて、ほんとすごいなと思ったよ。日本の花火職人の技術はガチだからな。アメリカはダイナミックでフランスはシンメトリーだったり各国皆素晴らしい技術だよ。我々も確固たるビーバー様式を確立せねば。クロノメーター多すぎ、もっとタイマーを作れー。安定の無計画、これで本当に立派な花火できるのか？やりたいことは頭にあってもそれを実際にやるってのが意外と難しいんだから仕方なし。さいですか。シャハシャー。左側から順々に放物線を描く華麗な花火制御。花火ランチャーの自動化にリレーを使って制御でタイマーで管理って最後ミスったー。おい。なおタイマーは1キックごとにずらして1つずつ設置。1つでもずれたら無残になるので超めんどい。制御系の知識ある人ならもっと簡略化できそうだけどうちのレイムさんじゃこれが限界。それでは地獄の手作業入りまーす。あたおかの世界へようこそ。やってて思ったけどリアル花火師が使うような花火の制御ソフトが欲しくなるね。未来のビーバーエンジニアに期待。この辺りは時間で一斉にスパーク花火を打ち上げる演出を設定。なんでもかんでも連打すればいいってもんじゃねえと正社にもこだわるうちのエセ花火師。そしてめっちゃ疲れたけどなんとか全ての設定を完了。花火師さーん、まだ開催日まで4日ありますよ。時間があるならまだまだ作り込むぞ。これがメイドインジャパンの見せ所だー。完成したら何が始まるかだって？さらにクオリティを高めるのさ。こうして追加で噴水裏に追加の筒場の建設が始まった。噴水をメイン会場と見立ててるので、ここは最後のフィナーレ用に使う感じにしましょ。エセ花火師レイムの花火探求は続く。それではビバの週、花火大会の優秀の美を飾る花火ランチャーを建設開始だー。ちょろっと突出部多用してるから建設工数多めかな？まあなんとかなるよ、多分かよ。そしてせっせと打ち上げの設定をしていると。またこのパターンかよ。ほんと学習しねえやつだな。金足一斉発射の設定に災害明け翌日のみの追加を忘れておった。一斉発射設定、本番ではバシッと決まってほしいもんだぜ。前回の植えた栗の木が成長したので最終車の起点を稼働開始。栗の大量生産でビーバー増加に備えるのだ。栗、うまー。備えの食料食うんじゃねえ。てへ。フィナーレ用の筒場の建設の進捗は順調。シレット専用のジップラインも用意され、花火の運搬の動線なども確保されております。
で換気終了2日を残しフィナーレ用筒場が完成。突出部多用した割にはあっさり完成したな。でも花火の設定は手動なのであっさり終わらないけん。まあそれは、頑張れ。ほんとこだわり出すとキリがない世界でやめ時がわからないよ。追加で突出部の下にも花火ランチャー造成。リアルでやったら上に引火して大爆発しそう。そろそろ花火のこと考えすぎで MP 切れそうなので農場を建設して一休み。緑を見て癒される、一回休み。板と鉄の在庫が少し回復してきたので食料用の倉庫を建設。次回ビーバー数千匹に増やすために食料不足にならないようにした準備。いのーちの水。おいまたどっかで花火鳴ってんぞ。もう、今夜が本番なのにまだ確認足りてなかったか。花火ランチャーが多すぎてどれが暴発してるかわからない。地道に探せ。ああもう、またリレーを介せずランダムタイマーを直接設定してるだけだった。リレーやタイマーの名前を適当につけてるからこういうボンミス発生すんだよ。リレーやタイマーを一つずつ名前変更するの面倒なんじゃ心の叫び。少し水位下がって緑化が消えたけど、無事ビーバー増底下げ工事完了であります。綺麗に茂った栗の木の森に思わずにっこり。ここまで栗を回収に来る運搬員は足めっちゃ疲れそうだ。植林した多くも育ってきました。丸太不足解消の希望が見えてきたぜ。さああとは花火大会がどうなるかだけだね。次回はビーバー増やしたいからここで完璧に仕上げたいところだぜ。では白麗建設協賛、ビーバー花火大会をご鑑賞くださいませ。一斉に花火が打ち上がった。しょっぱなから出し惜しみはなし、ビーバーの技術を駆使した無縁花火でスターマイン。人類の花火では煙が邪魔になるけどビーバーの技術ならそんなのお構いなし。これがビーバー流だ。ピッチや飛距離も修正したことでスターマインは大成功。そしてここで金足洗車花火を惜しまぬ連射で夜空を彩る。さらにメイン会場に金足マシマーし。うちのレイムさんは金足花火がお気に召した模様。そしてここで一瞬の静寂、花火大会はフィナーレに突入。うおーなんだこれ、かっけー。スパーク花火に角度をつけて静車、そして私の一番好きな柳を合わせた。これは暴発してた左から順次発射してたやつ。最後は30号玉柳だー。普通の柳じゃねえか。花火サイズを大きくできるアップでおなしゃーす。おい。ではビーバー一人称視点からのやや早送り再生の花火大会の様子も見つつ今回はここまで。地道な花火設定ようやったと思っていただけたら、ハイプグッドボタンよろしくお願いいたします。目から汗が流れ落ちます。花火の設定を習得し満足する花火大会を開催できたレイム。そして次回からはビーバー数千匹チャレンジ。どれだけビーバーが増やせるか気になる方は、チャンネル登録がおすすめなんだぜ。新しい CPU クーラーのおかげで温度10度減少。数ヶ月ぶりにパソコン本体の側面パネルを取り付けられたよ。横から扇風機を回すイカれた環境からの卒業。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。ジェンバーボーン。溜め込んでいた資材を一気に放出してついに3機目のワンダーを完成させた我らがビーバー。花火ランチャーをずらっと並べ大花火大会も成功。さあこっからはビーバー増殖の限界に挑む開発をするぞー。でただいま花火大会を終え46サイクル目に突入。ワンダーは完成したが、丸太と板加工した板など一部資材がかなり減っちまったぜ。しゃあない余ってる土砂使って、地形ブロックで基礎工事でもしますか。前回も少し進めた土砂純度100%工法。そして杭打ち工事してる途中で気づく、この自動揚水ポンプ壊せば資材大量に再利用できると。丸太だけでも約4000本、この施設アホほど資材使ってたのな。今は小型自動ポンプもあるし、もっとコンパクトかつ低コストで作れるからお役御免でございます。お疲れ様でした。おっと水がダダ漏れ、ダッシュで堤防で応急処置よろ。水道橋が枯れると色々やばい。さあ大量の資材をかき集めろ。50サイクルを目標にビーバー数千匹の大都市を作るのだビーバー、ずらー。丸太の消費が激しい。紙と本と加工した板は一旦製造を停止せよ。でもうちのレイムさんは頭が残念なので、一部設定をミスり工場は稼働したままです。建設作業員が作業しやすいように、紅葉区までのジップラインを整備。ジップライン多すぎでもうどうなってんのかわからねえ。4日かかってやっと瓦礫の撤去が完了。500程度だった丸太と板の在庫も回復。これで次の開発作業が進められるぜ。まずは撤去した揚水システムを再構築。5連小型自動ポンプで低コストで作るぞー。土砂を使った自然に配慮した設計。こんな感じでおなしゃーす。
現状湧き水の揚水システムで水道橋に水は供給されてるが、これで水車の動力が強化される予定。さて同時進行でこちらの埋め立てもよろ、ビーバー増殖の前に食料の供給体制を確保するのだ。100地形ブロック連打だ連打しすぎで翌日突き指になるやつ、矢印間違えると工事できないからそこも注意しろよ。あいよ。なお、今埋めてる部分は立体農場にする予定なので、支柱を一段高くしております。前回埋めた部分が一段低く水没させているのは、トリプルロッジの入り口が2階にあるからだぜ。で工事発注したのにお前、暇そうやな足場がねえと土砂埋め立てが一気にできねえから仕方ねえだろ。ではマップ端っこまでいずれは農地にするつもりなので、蜂の巣の設置をお願いしよう。効果範囲を最大限使う A 型の置き方。いずれビーバー増えたらここすべてを農地にして、食料供給を維持するぞ。有り余る水と食料、一体どれだけビーバー増やす気なのやら。さあ暇ビーバーよ、キリキリ働けー。ワンダー3期の重労働から解放されたのに、相変わらず忙しい哀れなビーバー。金属スクラップの供給が追いつかず製錬所が過剰だ。一旦製錬所は総量縮小せよ。作業車を運搬へ回そうとしての判断だったが、総量再開を忘れ鉄が枯渇するいつものビーバー脳であった。噴水から流れ落ちる滝の部分だけ綺麗に穴が開いてて、なんか面白い絵面になったよ。でもここ立体農場になるので見られるのは今だけだった。ビーバーの作業を眺める日々。安定の早送り案件。っていうかゲーム内最大速度にすると、もう FPS がやばいです。瞬間移動で作業するビーバー。結構作業指示出したつもりだったけどまだお暇なビーバーがいる模様。正直メープル植えすぎた気がしたので、ここらは伐採して農地にしましょ。伐採すれば丸太も増えるしな。などと食料生産量を強化してるにもかかわらず、既存の農地に蜂の巣設置忘れておった。おい。ビーバー不足で止めてる運搬員の小屋を撤去してここも農地に。現状運搬員足りてない雰囲気もあるから、これもどうしたらいいかちょい悩むところだぜ。じゃちょっと試したかったこともあるし少し家増やしましょ。労働要員確保。新たに作った家はこの人工カウンターを使って、増えすぎたら自動で止まる設定をお試し。そういやそんなんあったな。夜中にこっそり水道橋へのジップラインを追加。で翌日完成して長らく使ってたこちらの駅を解体。水道橋建設に大きく貢献した施設が優待。隙あらば子作りしたビーバーの末路。夜中に人工カウンターが起動して屋外に追い出されたのず。朝になると漏水で空き部屋できるからそこ入ってね。人工カウンター直での自動化は大規模管理には向かないな。細かい設定すればいけるけどめんどいから適当でいいや。おい。それでは新立体農場の設計を始めるぞ。水道橋建設で培った低コスト突出部工法で階層を作るぞ。と思ったけど上の階から作ると下が見にくいんじゃそれは設計始める前に気づけよ。下の階層から作っても突出部の位置や地形ブロックの矢印の方向とか面倒でこんなんやってられっかてかこの積み重ね方だと階層の高さが最低でも2必要になる。ひまわりは育てるのに高さが2必要だけど、それ以外は高さ1で十分なんだよね。低層階をいっぱい作った方が収穫量が期待できそうだ。それでは土砂ブロックだけを使った低コスト工法で、これじゃ柱が多すぎて先付け面積が減るわーい。設計が楽だけどさすがにこれはねえな。結局もっと低コストで作れそうだけど面倒になって突出部の上に地形ブロックを置く形になりました。手抜き言うても設計にリアルで1時間半近くかかっておりますので、ただの同じことの繰り返しなのに矢印の方向ミスっただけで超面倒になる。ゲシュタルト崩壊寸前があたおかの日常。フロア設計がやっとでけた。これが9階層のデカめの立体農場だ。遠目で見るとこんな感じまあ景観少しよろしくないけどこりゃ仕方ないかな。ビーバーどれだけ増やすか知らんが、ガリッガリにさせるよりかはいいとは思うぞ。アクセス手段は螺旋階段だそんなに回転させたらビーバー溶けてバターになっちゃうぞ。なお、一番上の階層は水性農家で、ここの水が下に染み渡り他の階層も緑化するシステムです。前の立体農場と同じシステム。上からぶん投げ工法で使う足場も設計完了。さあビーバーたちよ、繁栄のための一歩を踏み出すのだ地な用水用のこの部分も緑化されるので使う案もあったが面倒で却下された。ばらさないでよ。へっへ。今後の開発で板不足が予想されるので、1階層に製材所を一時的に設置しました。製材で使う丸太はここにお取り寄せ、板も目の前に納品、その場で建設に使える一石二鳥。
土砂も近くのこちらにお取り寄せ。頑張れ運搬員。立体工場の製材所への輸送も優先的に運搬に変更。頑張れ運搬員2。小型ポンプの揚水システムが完成したので水道橋の調整工事入りまーす。この部分壊していいかわからず、迷いながらも撤去決断。下が土砂ならセーフ。だが残念、突出部でした。水が逆流する。ダッシュで堤防工事お願いしまーす。水だばー。またお前漏らしやがって。私が漏らしたみたいな言い方はやめて。このまま水道橋が枯れると困るなと思いふと気づく。完成してる小型自動ポンプで組み上げれば漏れながらも注水できるかも。こうして水道橋新揚水システムが稼働開始となった。が揚水される水が届く前に堤防の修復工事が終わったので割と意味なかった。組んでは漏れる面白い絵が撮れるかと期待してたのに。おい。では使わなくなったこの部分も撤去。このサイクルで一気に丸太が8000まで復活。5連小型自動ポンプへ切り替えしたので動力チェック。水が溢れんばかりに流れてるけど、動力的にはそれほど変化してなさそう。動力過剰なので問題はなーし。てか土砂の減りがやばいので採掘機増しまーし。約7000あったのにもう2000しかねえ。採掘機で働くビーバー確保のため家も増し増し。よく見ると家の入り口と足場の位置がずれている。長時間プレイですでに脳がドロドロになってるレ夢ムであった。採掘機が完成しないと思ったら、良かれと思って作った資材置き場が邪魔しておった。土砂の在庫残り600、工事が止まっちまう完全にやってもうたである。糸かなし。だが瓦礫でかき集めた資材がある。土砂を使わない工事を進めるぞー。意地でもビーバーを休ませないがある。集めた板が速攻でなくなることが確定。ビーバー増やすには水の備蓄も必要だからタンクを増設予定。お水機が来るぞー。実際農場の建設が滞る中お水機到来。将来無職ビーバーで溢れることを見越して、農場を建設できるように足場を準備。初期の町の中心近くの水汲みポンプも増築。地道なインフラ強化。ビーバー増えまくったらメープルペストリーなんて贅沢品は多分食べれなくなるので、こちらのメープルも半分伐採。パンを食えパンを。5連小型揚水システムが完成した今、もうこの揚水システムはいらぬ。瓦礫にして回収せよ。丸太数千ゲットだぜ。水だばー。ちょっと面白い光景が見れたな。ギリ溢れず水も無駄になりませんでした。さあ土砂不足で仕事がはかどらぬビーバーよ。瓦礫の撤去で思う存分体を動かすのだー。ビーバー、ずらー。片付け終わったらこれの建設もよろしく。貯水タンク、ずらー。1ビーバー1日2の水が必要。1000ビーバーなら最低2000の貯水が必要。数千に増やすと1日で尽きるぜ。採掘機増し増し。大規模建設だってのにほんとこれやってもうただな。まあこういうこともあるよ。今まで景観のために残してたけどここのベリーも撤去。気が寸前まで決して食べない不人気食品の居場所はねえんだわ。紙の生産が止まってなかったことに今更気づいたのず。気づくまで18日かかった MP 切れのビーバーの労働者不足になりがちだったので螺旋階段使って家を増築。移動効率なんて関係ねえの納金工法。この道地下下水拡張工事を考え整備してたけど、50サイクルまでにやれる気がしないので撤去して植林。てか植えたとて育つの待ったら1回しか伐採できなさそう。ここの自動汲み上げポンプ、上の水位を一定にする役目で設置してたけど、今は用水の水路あるしもういらんかな？だがこの軽率な判断が後でやらかしに繋がるのであった。ほえ？おまわりさーん、このビーバーです。こいつめ、白昼堂々隣のビーバーの畑から人参を盗み出すとは大胆不敵な。このビーバーは夕飯ベリーの系だな。なお、事情聴取の結果収穫手伝ってるだけだったので不起訴となりました。5人で容疑者扱いしてすんませんでしたー。元気よく謝罪したところで元メープル植林地の伐採が完了。損害賠償として容疑者扱いされたビーバーには、広大な農地が与えられました。水路に足場を設置してなるべく使える緑地を確保。収穫物を搬出する専用の倉庫も近くに完備でございます。つか食料もそんなに必要なん？ 1 ビーバー 2.5 くらい1日で消費するから、1000ビーバーで2500、3000ビーバーだと7500消えます。現状の倉庫だと3000ビーバーでも6日しか持たん。まあ毎日それを上回る生産が必要ってことよ。さいですか。地下下水道を完全体にすることを諦めたので念のために取っておいた足場を買いたい。最終回に向けて少しでも資材をたくさん確保だぜ。爆薬余ってたので貯水湖の小島を葉っぱ指示、お仕事いっぱい予定出したしさて麦茶でも作ってきましょ。
あれ霊夢のやつまだ戻ってきてない？代理で歌います。いのちのみず。そして霊夢が戻ってくることもなく花火大会が自動で開催。前回かなり頑張ったのにこのクソアングルである。お湯出しでのんびり麦茶作ってたら、サイクルの変わり目を見逃してしまいました。焼き土下座で謝罪いたします。ってそれ前の画像の使い回しじゃねえか。さて立体農場は半分ほど作業が進んだ模様。1サイクルじゃこんなもんか。さすがに成果物なしで終われないのでもう1サイクル頑張ります。延長戦入りまーす。新立体農場裏の開発もそれなりに進んでる模様。だな。建設会社隣のメープル植林場の森番の詰め所を解体して、樹液取りの小屋に建て替え、一度植えたら用なしの森番を樹液取りに転職させる、細かい修正入りまーす。ビーバー増えたので建設会社をフル稼働だー。大規模工事の観光を急ぐ。とはいえ立体農場建設に使う土砂が自転車操業状態なので作業進捗は微妙な感じ。よって後発で始めた農場裏の開発に建設作業員が向かい、一気に建設が進みました。たった半日でここまで進むとか、ビーバーたちのやる気スイッチ入りすぎで草。このままではビーバーが暇になってしまう、新たなお仕事を与えねば。意地でもビーバーを休ませない鬼畜現場監督。まあ大量のビーバーを養うにはタンクがもっと必要、さらにタンクを積み上げるぞー。この町ボットがいないから24時間体制で水が汲めない。よって昼間に飲む水を貯水タンクに入れないと水が飲めないぜ。こんな感じになりそうろー。4階層合計32機の大きな貯水タンク増築。だが多分これでも足りてないぜ。食料も1000匹で1日最低でも2500食は欲しいので、日産1万食以上作れる体制を整えたいところ。製粉所も増築してパンの大量生産に挑む。ではこんな感じでおなしゃーす。下で小麦を製粉して上でもりもり焼け、画期的なパン工場を建設だ。夜中に追い出されるビーバーがかわいそうなので人工カウンターの自動化を一部解除。通貨人口管理するなら建物のオンオフだけの方が管理が楽。手動スイッチとかも良さそうだけど、一件ずつ設定するなら手間かかるだけで微妙だね。でこの家の前に橋とか建設しつつ大規模建設完成待ち。細かい修正入りまーす。しかし待ってもビーバーたちが立体農場建設地に現れないけん。土砂の在庫が800まで回復してるのに作業員が現れない。これなんかやっちまってるな。多分ひまわり畑用に階層の高さを2マスにしてたところが、板不足で作られず先に上を封じられて建設できなくなったかな。4000あった板がしれっと枯渇しておる。無理やり下に降りるルート作って、支柱部分を完成させればなんとかなるはず。多分かよ。で無理くり作ったルートのおかげでなんとか作業が再開できました。よかったな。でも当初と予定が狂ったので追加の足場とか作ることになったよ。ここは高さ2だからセーフ。高さ1だったら足場置けなくて現場が阿鼻教官だぜ。もう土砂は大丈夫だ。今度は板に生まれ変わるのだー。土砂不足からの板不足、ほんと安定のビーバー農だな。そして立体農場の再建設が始まったのだけど、なんか支柱の建設が遅いような。はい突出部を作る鉄がありません。ああやっべ、精錬所総量縮小してそのまま忘れてたよ。長時間プレイでもう完全に脳がドロドロになってる霊夢氏。縮小これじゃ大規模建設に遅れが出るじゃないか荒ぶった、心を葉っぱで、リフレッシュ。私のやらかしで一句読まないでよ。へへー。無職が出たので運搬インマシマシ。なんやかんやで今回200匹くらいビーバー増えております。お水域が来るぞー。今回のお水域はなのか、なんとか立体農場完成するかな。16匹も捕まえたね。やったね。やったねじゃないよ。さっさと職場に戻れー。工事現場は危険がいっぱい。土砂に余裕ができたけど1万あった丸太が不足傾向。過去に作った堤防を土砂に作り直し丸太の回収をしましょ。丸太貧乏。で確認したら本の生産止めたつもりが止まってなかったけん。気づくの、おせー。貴重な丸太から作った紙を本にして食うな。で前に自動組み上げポンプを設置してた場所を、今回は渡れるかつ水位をいじれるように貯水バルブに回収。だがこの判断がかなりのやっても歌になることを彼女は知らない。そうなの？まだ稼働させないけど農家さんもマシマシー。ビーバー爆増させると無職がめちゃ増えるので、今のうちから働き先を準備。精錬所の再稼働によりやっと新立体農場の土台が完成しそう。約2サイクル、結構な大規模建設だったぜ。あとはビーバーを増やすための家作りが待ってるけど、丸太不足で厳しいかも。
細かいところを土砂で作り直しせっせと丸太集め。ビーバー、ずらー、を、撮影しようとしてミスしたのず。MP 不足。50サイクルで最終回を予定はしてるけど、このペースだとビーバー数千は厳しいかな？まあその時は延長戦だな。やっと土台がでけた。なお横から見ると突出部の方向を揃えてたのに途中からミスってる様子が伺えます。ばらさないでよ。これでやっとこの足場も素材に戻せるよ。丸太と板が線回復。実際の作業はうっかりで崩落とかが怖いので、少しずつ解体しました。ビビリ？安全第一。命の水。こうして長期工事の末、最上階の水性農場に水が入り、下層が全て緑化された。さて土台ができたら今度は農場として使えるようにするぞ。蜂の巣をまんべんなく設置、海藻にも有効なズルっぽい技。で極限まで農地を有効活用したいので、こんな感じで張り出した感じで設計します。見た目を気にせぬ合理主義。1階層目はまだ製材所を稼働させたいので適当に設置。巨大なビーバーの家建設でもかなり板を使うだろうしな。はい、農場建設の邪魔になるんで採掘機撤去でーす。今回の MVP 的存在の採掘機、あっという間のお役御免。そして農場は基本外周の道に沿って突出部で土台を作り、その上に立てる感じで作ろうと思います。ビーバーの太ももを鍛えるために、移動は基本この行かれた螺旋階段のみです。いやさすがに途中にジップライン駅つけるって、まあ全フロアにつけるのは無理だから少しは登ってもらうけど、駅から螺旋階段で上下移動だな。効果あるかはわからないけど噴水の保養地とかにもつなげたよ。細かい配慮。立体農場の足場の隙間にもジップラインの桁を使って強引に接続しております。見事なスパゲッティライン、これを説明できる奴はいない。まあ作ってる本人も理解できてませんし。おい。うおー、こっちにも螺旋階段だー。螺旋階段作りすぎて板の在庫が激減しそう。作り慣れてなんか多用しちゃっております。ここの部分は土台がなくて作りにくいから普通の階段で、なんて妥協するかと思ったか？ここも螺旋で作るぞー。MP 切れの脳みそドロドロ状態だろうとお構いなし、気になりだしたら止まらないのがうちのレイムさんだ。螺旋階段の上に装飾を置いて、階段を登るビーバーをまとめて幸福度アップの術。小細工入りまーす。農場が広すぎで農家さんのカバー範囲を超えてないかチェック中。一応階段やジップラインで上下の範囲も手伝いに行けるぜ。こんな感じになりそうろー。農場設計時間およそリアルで2時間、お疲れ様でした。これでビーバーは進化し、崖に住む種族へと生まれ変わるぞ。あと何植えたか忘れたけど、多分一番下から人参じゃがいも小麦ひまわり最上階はガマ多めで植えます。適当だな。こっちの角度はこんな感じ。ここは通勤が大変そうだ。水道管周りは緑化するので場合によっては拡張するかも。しまった、鉄がない時に貯水バルブ工事依頼した場所水位下がって畑枯れそうになってる。自動組み上げポンプを撤去したことで、水位の維持設定がガバガバになった模様。ビーバー倉庫、緊急放水位。貯水自体はされているので問題ないと豪快に放水位。そんな愚かな判断により、旧立体農園の地下が水没。やっべえ、ここ水抜く方法がないんや。ナムさん、自然蒸発を待つしかないや。細かい設定で水位を調整。自動組み上げポンプ仕事してなさそうで、結構水管理に貢献してたと実感した。他は大丈夫かな？でお水庫周りの水路も蒸発してるー。下流が放水した際に自動で放水されて、こっちまでカッサカサになっちまった。ワンダーの池がみすぼらしく、糸かなし。貯水バルブでいけると思ったけどこりゃ回収失敗案件だよ。堤防で塞いでから再度修正する二度手間になった。命の水。汚水期が終わり立体農場の稼働が始まりつつ、48サイクル目に突入。では新立体農場裏でこっそり完成してた貯水&食料大量生産施設を見つつ今回はここまで。8000くらいだった貯水量が4000くらいに増えてるぜ。PC が重くなって更新が遅れてチャンネル登録者数も減少傾向。お待たせして申し訳ありません。堪忍してください。最終回目標の50サイクルまであと2サイクル。さあここからビーバーをどれだけ増やせるのか？気になる方はチャンネル登録再度ポチッとお願いいたします。中の人のモチベーションが爆上がりします。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。ジェンバーボーン。
水道橋に用水してた自動ポンプを解体したりしてなんとか資材をかき集め開発を続けた我らがビーバー。そしてこの町のビーバー増殖の限界に挑むために新立体農場の建設も進行中。さあ最後の戦いを始めるぞー。で48サイクル目初日、進捗状況はこんな感じでございます。土台は完成済み、あとは農場の完成を待つばかり。さて建材確保のためにここも土砂で作り直しますか。メイン貯水湖の湧き水。でも堤防を崩すと汚水器用の下水に綺麗な水が流れちゃうので一旦塞いで下準備します。メイン貯水全部抜くのはさすがにやばい。貯水湖の湧き水は2箇所あるのでこちらも同様に処理しました。前回の家の自動化実験で使った家をビーバー増殖にそのまま使おうとしたけど、道が一マスずれてて悩んでるのず。めんどくせえ、道のずれなぞ気にせず、ここにがっつり家を作る準備するどう。A 型の方に怒られそうな適当建成越。途中で L 字に曲げて拡張するのでここの風車は撤去でーす。動力は有り余ってるので資材に戻して再利用。ああ？今日花火大会だったの忘れてた。つかそこ連射の設定外し忘れてるぞ。まあ今更なのでよし。適当だな。そういえば前回最後に8000だったタンクの貯水が4000になったとマリサが言ってたけど、字幕通りの4万の誤りでした。台本を読み間違えました。焼き土下座で謝罪申し上げます。あとやらかしで水没させちゃった地下農園は乾いて復活。大した被害なく済んだぜ。カッサカサになってた汚水施設周りの用水路も災害明け4日で満水になりました。一安心。貯水湖の改修工事、水門を貯水バルブに変更して密閉する方式にバージョンアップ。今まで密閉されてなかったので、水道橋などから用水されて水位が最大になるとここから多分漏れてた。お前ら、ひっまそうやなー。細かい仕事ばかりだったがこっからは大規模工事の始まりだ。やっはー、整地をしてここにタワマンを建てるぞ。すでにビーバー多すぎで画面ガックガクだから、家建てる前に基礎工事を先に進めような。あいよ。てなわけで家を建てる位置を確認しつつ設計を開始。家の位置さえ決まっちまえば、あとは足場ダブルで積み上げるだけな簡単なお仕事。さあ最終回にふさわしい巨大建設だ。みんな気合を入れて取り掛かるのだ。ビーバー、ややずらー。とりあえず、こんな感じでおなしゃーす。これに家追加したら数千ビーバー住めそうだ。工事完了、足場を解体せよ。ただいま鉄が不足中、少しは回収できるかな？鉄はこっそり増産してて、そのおかげで新立体農場も少しずつ稼働し始めております。現状は食料倉庫はいっぱい、これが本気出すのはビーバーが大量繁殖してからだぜ。鳥間残りの突出部建設に使う鉄はどっかから持ってきた方がいいかもね。だな。食べないならもっと端っこに置いときなさい。不人気食品ベリー、さらに過疎地へ移動。ベリー育てても食べないんだからここも栗農園にしちゃいなさい。さらに食料増産、つかお前どれだけビーバー増やす気なんだよ。PC の限界まで。マジか。面倒くさがって前回やらなかった自動小型ポンプの用水してる部分も追加で盛り土。鉄なくて農家が完成せず暇つぶしで追加。タワマン建設地にジップラインをちょい整備。さすがに螺旋階段だけじゃ日々の生活が不便すぎるぜ。水需要も増えても平気なようにポンプ増し増し。隙間にポンプをねじ込みまくっております。鉄不足で新立体農場の工事が止まって暇だろう。さあタワマンの通路部分を作るお仕事を与えよう。螺旋階段を何度も設計するうちに、異常な速さで作れるようになった匠の図。こんなもんコピペでビャーっとやってダーっとやるだけでできらー。こんな感じになりそうろー。ここに家全部建てたらこの世界どうなっちまうんだろう。後半に続く。おい。この前平坦化の削った場所、水位が低くて緑化が解除されちゃったので、多肉植物でごまかしときましょ。貯水タンク一気に作って組みまくった影響で、河口の水位がまだ戻らぬ模様。タワマン通路建設させてるのにまだ暇そうなビーバー。これは新しいお仕事を用意せねば。そこで思い立ったのが自動組み上げポンプの小型化への移行。旧立体農場側。これ見た目は気に入ってるけど、壊せばかなりの資材戻ってくるからね。前回の建て替えの残骸回収で味を占めた親方。てか50サイクルで終わりを目指してるから、資材集めになりふり構ってられなくなっただけ。見た目とか気にしないロックな生き様。水だばー。せっかく乾いたのにまた地下農園に水が。この程度ならすぐ乾くから大丈夫。やっはー、資材拾いたい放題だー。ビーバー、ずらー。この鉄があれば新立体農場もすぐ完成できるね。だな。
新たな揚水システムを作るために川に繋がる穴を掘削だ。で川の方からもトンネルで穴を開けて、ここに小型自動ポンプを設置しました。揚水するための土砂タワーを遠目から見て確認中。やっぱり、だってもうそれは諦めました。繋がる部分はこんな感じで水生農家さんを拡張。現状でもガマの生産が足りてないんだよな。ではこんな感じでおなしゃーす。今回で最終回なのに結構ごつい建設開始。まあ数日あればできるでしょ。新立体農場が、完成したどう？時間停止してカメラ回転させてるのにカクついております。地区を開けないとビーバーのルート検索で重くなるらしいよ。そういうのもあるのな。それでは完成した新立体農場の裏にも、ビーバー繁殖用のタワマンを作るぞー。ビーバー増えすぎると重くなるのでまずは足場だけ開始。だがその日の夕方には8割完成してたけん。上からぶん投げ工法ってわけでもないのにこの速さは予想外だったよ。幸福度高いビーバーの仕事はマジで早いな。そして測量ついでに建てた家によりビーバーがこっそり増えて無職が増えたので、止めてたパン屋などに割り当て。時代はビーバー余りの世界へ。お前ら、暇そうやなぁ。こらビーバーをなじるな。資材案だからお前のさじ加減次第だろうが。家を大量に建てるにはたくさんの丸太が必要。今は丸太待ち状態なんだよ。多くの成長は時間がかかるから、もう丸太の無駄遣いができる状況じゃねえって感じか。でもビーバーを暇させるのもあれなんで、貯水湖周りの緑地に農場を建設してもらうことにしました。維持でも無職を減らしたいという謎の抵抗。大規模な農園だけど遠いから生産効率は悪いかな？ボットだったら帰らないから通勤距離関係ないけど、生ビーバーだとこういうのちょい困るな。寒気が来るぞー。寒気6日が到来。貯水はやや満水にならずくらい。で農場が即日完成したので追加の農場の建設を依頼。依頼した翌日には作付けほとんど終わっておった。これでほぼ使えそうな感じの土地は全て開発終わったかな？ビーバー大増殖への備えが整ったぜ。さて無職が溢れ返る世界になるので、今まで意図的に減らしてた建物の作業者の上限をマックスに変更。水生農家さんは2軒建てて、収穫優先と作付け優先で1匹ずつとか細かい設定を地味にやってた模様。めっちゃ農家さん増えたし、これならかなりの数のビーバーを養えるはず。隣に見える貯水湖も換気中だろうとご覧の通りの貯水量。これはこの後が楽しみだぜ。小型自動ポンプ1機じゃ足りないかなと思い追加でもう1機追加。揚水された水は水生農家さんのところ通った後、水道橋に繋がるから勢いないと水車回らねえんだわ。そしてパワーアップした影響で思いのほか早く水が来てしまい、水だばー。ポンプを止めろよこのおバカ。で無事小型の揚水システムが完成しました。あれ？なんかガマが金色になってね。蜂の巣の影響範囲がなんかバグって一部表示されてるみたい。なお再起動したら治ったので黄金のガマを食べる機会はなかった。お次はここを堤防で塞ぐ工事も終わったので、古い自動ポンプも撤去するぞー。立体農場の功労者よ今までありがとう。資材に戻ってタワマンへと生まれ変わるのだー。さあ最後の戦いの始まりだ。瓦礫をかき集めて繁栄の象徴、タワマンを建設するのだー。めり込みビーバー、ずらー。現在のビーバーの数は1300匹、こっから限界までビーバーを増やすぞー。などと意気込んで建設を始めたところで、工事の欠陥が発覚。こっからラストスパートって時にめっちゃやらかしとるやないかーい。丸1日気づかなかったため、地下農園が完全に水没してしまいました。最後まで安定のやらかしエマージェンシー、至急貯水バルブを閉じよ。しかし遅すぎた初動。こりゃ完全にすぐ乾くってレベルじゃないねー。エンディングの時水没してたらさすがにダサいぞ。てなわけでかなり無理やりだけど自動組み上げポンプを設置して排水することにしました。だがこれではまだ解決には至らない。そうなの？貯水バルブ閉めただけじゃあかんかった。水道橋の方から開いた穴に逆流しとったー。気づくの遅すぎ、結果地下農園が冠水する大惨事となってしまい、自動組み上げポンプも2機体制に変更。地味に処理が大変な惨事になっちまった。いのー、ちの水。やらかしの対応であわわしてる間に、最後のサイクル49サイクル目に突入。さあこっからはビーバーフィーバータイム、好きなだけちょめって子孫を繁栄させるのだー。ちょめるの回帰員、梅よ増やせよ地に道よ。こんな感じになりそうろー。エレベーターのない、ノスタルジーを感じる昭和の団地。
さあ昭和バブルを彷彿とさせる巨大な団地を建設して、ビーバー数を一気に増やせ。ビーバーバブルの黄金期。さて水路の漏れの修繕の様子は、ああまた花火のこと忘れやがって、このビーバー脳が。まあ今回は上空からの見下ろし視点でスターマインを見るってことでお許しをば。しっかり見たいという方はお手数ですが過去動画からご視聴くださいませ。手間取ったけどやっと排水作業が開始しました。大変だったけどなんとか復興できそうだ。さて新立体農場裏もタワマン建設開始だー。さあ最終的には一体どれだけ増えるかな？暇ビーバーも溢れ返ってるので隙間にグリルなども追加。こっからは食料と水の残量も注視しないとだな。ギリッギリの隙間にもポンプやタンクを詰め込め。さらなる準備でインフラ増強。汚水関連施設の周り、また換気の間に乾いちゃってた模様。最終回だってのにまだ治水の微調整完璧じゃないのかよ。てなわけで川から自動で給水されるようにトンネル掘って貯水バルブで調整しました。変に乾くと農業にも影響出ちゃうぜ。一晩で100匹以上増えるビーバー。すでに総数1800オーバー、このサイクル中にどこまで増えるのやら。激しい生命の営み。さらなる高みを目指すならもっと水が必要になるかなと思い、ここの風車も撤去してタンクにしちゃいましょ。解体することで資材も増えるしな。こんな感じでおなしゃーす。団地の螺旋階段とも接続することで、少しでも飲みに行きやすいように考えられた匠の優しさが垣間見える設計。追加で建設おなしゃーす。10階層追加で5件、9匹住めるからこれでさらに450匹増えるぜ。少しでも作業効率をアップしてもらうために、運搬員の拠点をねじ込み、水や食料を少しでも多く運ぶのだ。現在余裕あるっぽいしタンクさらに追加で、一気にタンクを作るとその分水を汲んじまうから湖の貯水が一気に減るかもしれんな。まあなんとかなるっしょ。つか最後のサイクルで余裕もないか。アプデで小型ポンプが壊れたー。微妙な調整にて仕様が変更、開発版の悲しい定め。小型ポンプが壊れた原因はこのポンプ前の道。前はダメだったけどこっそり可能になって、またダメになったそんな感じの仕様変更があった模様。上が崩れたとかがないので被害は軽微であります。新立体農場の小型自動ポンプもやられたので修理っと。これぐらいなら即日終わるから問題なしだな。水没復興作業のポンプが役目を終えたので撤去。でも一マス分のズルが届かず吸えなかったので、あとは自然乾燥待ち。マンションさらに拡張だー。現在2200匹、この調子なら過去にあった3000ビーバー超えられそうだぜ。タンクもさらにマシマシ。貯水も6万オーバーに。新立体農場裏のマンションもさらに拡張。資材が尽きるまで家を建てまくれー。今のところは食料も水も大丈夫だけど、まだまだ増やせー。ビーバー倉庫にも取水施設追加、今のビーバーの数なら普通に養えそうな雰囲気。板400枚使っちゃうけど絆の火鉢立てましょ。60くらいだった幸福度が少し減少傾向。こんな感じでおなしゃーす。建築基準法違反してそうな高層団地に屋上テラス、登るのに足腰鍛えられそうだな。階段こそが最高のトレーニングジム。お前、暇そうやなー。板の在庫がつきました。まあ板はなくても家は建てれるので無事マンションは完成しました。ビーバーの数も3000匹を突破、とりあえず過去の最高記録を更新だぜ。メープルペストリー以外は食料も水もいっぱい、この数のビーバーなら養っていけそうだね。だな。やることないのでここ埋めて運搬員の拠点でも作ろうかね最後の最後までビーバーを働かせようとする鬼。これが3200ビーバーの通勤ラッシュだー。通勤するだけでビーバー、ずらー。まあ通勤してないニートビーバーも1000匹いるけどね。ジップラインのハブ駅が偉いことになってんな。もう何がどうなってるのか把握するの無理っす。縦横無尽に飛び交うビーバー。引いて遠目で見るとこんな感じ処理落ちこそしてるものの当倍速ならまだ遊べそうな雰囲気。3000ビーバーした時よりも PC スペック上がってるし、まだまだやり込めそうだね。だな。でも気を抜くとメリーゴーランドが逆回転して見えるレベルで処理落ちします。普通に遊ぶのと PC の限界を遊ぶのは別世界の話であった。板はないけど建設よろしく。いや板なきゃ運搬員の拠点作れねえし。じゃあ板増産で。最後のサイクルでもその手を緩めないのがうちのレイムさんだ。水の貯水量が8万を突破1サイクルで今までの倍の量くらい水汲んだのにビーバー倉庫は貯水満タン。この数のビーバーでも水は問題なーし。寒気が来るぞー。
で寒気が来たんだけどメイン貯水湖と河口の水位が回復しきれませんでした。何が水は問題なしだよ。一気に汲みすぎてやっぱダメそうじゃねえか。次のサイクルには回復できるよ、多分かよ。品目統計データを確認しつつビーバー増加で減少している品目を確認中。事前の予想通りメープルペストリーは高級品になっちゃったな。ガマとコウホネも生産に限りがあるから、そのうち在庫なくなると思うよ。で食料の過不足を調整するためにグリルとパン屋を増しまーし。ここは製粉工場の隣だから効率よくパンが焼けそうだ。メイン貯水湖の水位が下がりすぎて小麦が枯れてる。水の汲みすぎで農業被害発生。ありったけの小麦をパンに焼けパンと芋だけでビーバーは生きれる。ニートビーバーが2000いるので効率無視のもうやりたい放題である。噴水周りを地形ブロックでせり出して拡張。めっちゃグリルオーナシャース。グリルドポテトの大量生産、これならもっとビーバー増やせるかな？焼くのにも丸太使うから開発はここらが限界かな？一応じゃがいも農家さんの隣にもグリル追加。産地直送の超効率良さそうな場所。干ばつ最終日、地下農園が乾いてやっと復興可能になったけど、森番が建てれず再建不可なことが判明。ここ栗農園だったのな。森番の詰め所の高さが高いのがダメなだけだ。ここは更地にして農園にするぞー。最後の最後まで食料を求める謎のこだわり。こんな感じになりそうろー。残り 0.5 日、これでこの町の開発もおしまいだぜ。お疲れ様でした。いのー、ちの水。さあ50サイクル目のビーバーの数はどうなったかな？大人ビーバーが3400匹、食料水十分に確保できております。この規模の都市で永続可能できそう、なかなかすごい町ができたな。って言いたいところだけどメイン貯水湖枯れとるやないかーい。農地の一部が枯れてるだけなので、まだビーバーを増やせるポテンシャルはあると思うよ。怪しい。では50サイクル到達したし町の様子を見ていきましょう。資源枯渇を招いた苦労したワンダーダブル建設。ほんまワンダーさんは資源食いすぎや。最後に建てたタワマンと、意外と活用されてるビーバー増港を、しれっと増築完了してる運搬員の拠点、増員された運搬員が今日も街を駆け巡る。中盤に建てた湖畔の集合住宅。建物増えすぎて今では湖部分がほぼ見えない。っていうかここ水面が大きくて水蒸発するから、正直効率めっちゃ悪いんだよね。ノーマル難易度だから許されるお遊び検知いいく。集合住宅といえばこちら、最初の螺旋階段を作った集合住宅を移設したもの。初期の住宅は再開発で撤去したものの、お気に入りだったのでマイナーチェンジして再建した思い出の建物。食料生産の立役者、立体農場。基礎の部分に住宅を使う新しいスタイルを取り入れた立体構造。中が見やすいように階層ごとの高さを若干高めにしております。そのせいで生産効率若干低め。ビーバー建設本社。すべての開発を終え今後はただお座りするだけの職場になりそう。ご覧くださいこのやる気に満ち溢れた瞳を、まだまだ彼らは働く気満々だよ。そのうち勝手に開発進めそうだな。タワマン屋上で優雅にくつろぐビーバー。自称タワマンのエレベーターのない昭和ノスタルジー溢れる団地。昭和の団地、あれはあれでいいもんだよね。昨今じゃリノベも流行ってるらしいぜ。この街のランドマーク、中央の噴水、そしてマジでめんどかった花火ランチャーグーン。設定変えてバリエーション祭りを楽しみたいぜ。過労になるので堪忍してください。農場の用水システムに隠れてしまった残念な巨大工場。水道橋の支柱を使ったり色々工夫を重ねてるのに、螺旋階段を使いたいというわがままで超難航した建造物。こんなに生えてるのに後半まさかの丸太不足になった立体植林場。支柱となってる A 部分には垂直シャフトが通っており、動力が伝わるように工夫されております。屋上に製材場建てようと思ってたんだけど丸太ないから結局やりませんでした。動力つないだ意味がねえ。ガチで生産に特化した新立体農場。さらに生産量を上げるなら水のないところで、一番下のフロアから積み重ねるとか工夫がいるな。とりあえず満足の一品です。その裏に隠れるタワマンと食料と水関連施設。それなりに凝った作りになってるのに見る方法がない哀れな建物。この町の動力源の水道橋の風車と水車。動力あまりを気にしない場合を意識しただけのずらっと建造物。崖がセンシティブ農家。自動ポンプで用水してるのにまたよく書きれてる。最後は全く映えない端っこの植林場。変に段差つけちまった影響で多肉植物を植える羽目に、これなら普通に埋めときゃよかったぜ。さてちょうど夜になったし花火を見つつ、トリプルワンダーと参りましょ。いよいよフィナーレ。
それではワンダー発動だー。で発動連打してるのに反応が来ない。世界が重くて反応が悪し。最後はバシッと決めさせてよ。くさー。画面が重いので早送りワンダー。これで3機同時起動の実績も解除だぜ。製品版になってからの初めての街開発だったけど、ノーマル難易度のおかげで無茶な開発できて楽しかったねー。今回は湧き水が厄介だったな。アップでも来てるしまだまだビーバーたちとは遊べそうだぜ。それではリザルト画面を確認。生まれたビーバー7419、半分くらいが最後のサイクルで生まれてそう。あとは製造されたボットと爆散したビーバーがゼロくらいかな。無難な開発。当初の目標だったラッシュビーバー以外にも、伝説のパイオニアに頑張り屋の実績も解除。私はこれで満足だ、などと言うと思ったか。どうした急に、情緒不安定かよ。この街のビーバーはまだ増やせるはず。私はこの街の限界を見たいんだ。いやすでに貯水湖の端っこ枯れてるし無茶すんなよ。PC が止まるかビーバーの増殖が止まるか勝負だ。こうして勢いだけで延長戦が始まった。いやー本当は3400ビーバーが維持できてるのか怪しかったから、確認するだけのつもりだったんだけどね。最後の1サイクルだけ増やしてそれでどやるのはちょっと違うよな。でもただ見守るだけじゃつまらんのでさらにビーバー増やします。おい。そして51サイクルを無事に乗り切り、52サイクルで5000ビーバーに到達だ。もうやめて、メインの貯水湖どころかビーバー倉庫まで水が枯れてる。ちなみにタワマン裏に増築してビーバーは増やしました。新立体農場裏の家も倍近く増築された模様。しかし食料の備蓄は半減し水も1万ほど減少。3400は維持できたけど5000はさすがに無理だったね。PC は動いてるけど先に街のインフラの方が持たない結果になった。そして53サイクル目。水が枯渇し地獄絵図となった。正直ビーバー増殖を目標に街づくりしてないから、当然と言っちゃ当然の結果であります。でも5000ビーバーを維持するだけなら、下の水道橋を廃止して植林場の一部を農地にすればいけそう。湖畔の住宅への水供給停止したり細かい調整したり改良の余地はいっぱいあるよな。私が本気で改良すれば世界一ビーバーを増やせた人物になれるかも？そこまでやれたらいいドヤ顔できそうだ。で私気になって AI に聞いて確認されてる最大にビーバーを増やせた人を探したんだけど、一体何匹だったんだ？ 22,178 匹。マジで1000時間プレイオーバー、ビーバー5000匹程度で生きてすんませんでした。上には上がいるもんだな。カスタムマップでビーバーを増やすことに特化した街で、もう見事と言わざるを得ないよ。さあ共に行こう。私が最強のマップを創造し、数万のビーバーが暮らせる街を作るぞー。私の中でかの5人よりもビーバーを増やせる構想はもうできている。多分世界最高を目指せるはず。私たちの戦いはこれから